何を占ってるのさ。剣に走る星の光が途中で消え去った。この不吉な兆しが戦界に災いをもたらすかもしれない。健康は10分の3のところで遮断された。おそらく平和な日々はあと 4,5 年だろう。その時再び九州に末法時代が来る。末法時代だと。家元、それ見間違ってないかい？わしはこの年剣で数えきれないほどの占いを行ってきたが、間違ったことは一度もない。年剣？これ茶剣だけど。オーブ、100年前からずっと言いたいことがある。ごまかすんじゃねえ。前からメガネかけろって言ってるだろうが、このクソ金がじじい。それ言い過ぎ。さっさとわしに位を譲って引退しろ。貴様のような恥さらしに家元を任せられるか。さっきのでかいのはほうき星？もう大丈夫なのかい？先ほど九州大陸が末日とすれ違った。少なくとも末法時代ではないようだ。だがその時、九州の小さな村に時を超えた魂が降り立った。災い転じて福となす。すでに12年の時が経ち、九州とすれ違ったほうき星を覚えている人はほとんどいない。危機の後、こっそり九州に訪れるのは終戦界の黄金時代。種目なんていないような落書きの未来図を描いて、迷ったってないだって終わるのだと君は笑った。もしかしたら手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くか見たいんだ。涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ。7つの色で空を描こう。名前も知らない明日の足音を聞いて。どこの国のボンボンだか知らないけど、ここは千家が管理する町だ。満員って言ったろ満員。皇太子でさえちゃんと馬屋で寝てるよ。VIP ルームに泊まるにはこの町の特別なルールがあるのさ。あんたらの勝手じゃない。おとといある兄ちゃんが VIP ルームに無理やり入り込もうとして、霊剣派の人に切られて死んじまったよ。うるせえ。そんな脅しに乗るか。うちの若をビップルームに泊まらせやがれ。何か問題でも？一昨日のように切り捨てるか？いや、初心者に町のルールってのを教えてたところさ。商戦大会までまだ日があると思っているようだが、この町に入った時からすでに始まっている。今年からの特別ルールだ。先ほど VIP ルームに泊まるのは勝手ではないと言ってましたね。つまり特殊条件を満たせば泊まれると。お兄さん頭いいね。確かに VIP ルームに泊まるには準入券が必要なんだ。準入券？
残念ながら準入券はこの町にたった1枚しかない。そいつはどこで手に入れる？そう知らないね。今しがた霊剣派の人が言ってたろ。町に入った時から始まってるって。何らかのミッションをクリアすれば手に入ると同時に商戦大会のポイントも加算されるということですね。なるほど、そういうことか。準入券ってこれかい？これがあれば VIP ルームに泊まれるんだよね。あれがそうっすか。さあ VIP ルームへどうぞ。じゃ遠慮なく。1枚しかねえんじゃもう終わりか。残念だったな。どうやって手に入れたんだろう。どれも良い品だ。金を払ってやれ。おかわり。ルームサービスならいらないよ。雨音の中でも気配を感じ取れるのですね、あなたは。雲帯帝国出身海雲穂と申します。僕も商戦大会の参加者です。先ほど泊まり客の名簿を拝見させていただきました。オーリクさんですね。なんのよ。あの準入券を手に入れたいきさつを。明日一日召使いやってくれれば教えてもいいよ。ええ、一日だけなら。おいでおいでカイちゃん、俺様の活躍をたっぷり教えてやるから。教えたくてしょうがないわ、この人。町の入り口にやたら話しかけてくるじいさんがいて、でも何喋ってるかわからないから誰も相手にしないんだ。俺様は考えた。じいさんは話し相手が欲しいんじゃないと。喋りっぱなしで喉が渇いてると思い水をあげてみた。ああ、そのおじいさんなら僕もお水をあげましたけど、まだ満足していないようなので天津屋のお姉ちゃんをナンパした。ナンパ？恥ずかしくてナンパできないって言うから買い物にかこつけて連れてったら、なんとじいさん大喜び。そんで準入券をくれたのさ。なんか悔しい。これを掛け金に。大金だね。前回あれだけ惨めな負け方したってのに。今度は何で勝負するつもり？1日以内にゆで大根を100本売ればお前の勝ちだ。もし負けたら私と一緒に霊剣派に帰る。大根たったの100本だろ。負けるわけないね。ただし一つ条件がある。大体こんな高い大根誰が買うってんだよ。あの野郎はめやがったな。いい天気だ。おいちゃん早く。いや、なかなか重いですね。よ、おかみさん。どうしたの？大根なんか売り出して旅館潰れちゃうの？その喧嘩買ってやろうじゃないか。坊ちゃま大丈夫かいあんたら。バカ王中め、やっと来たか。坊ちゃまようやく会えました。町に入った途端ゴロつきに絡まれて荷物を全部奪われました。旦那様に頼まれた食費も何もかも。坊ちゃまおかみさん、大根は全て売ってあげる。その代わりに商戦大会までの食事を頼む。どう？面白いわね。やってもらおうか。霊剣鎮はこの霊剣山の麓にある町だから、当然戦機あふれる特産品がないわけがない。その中でも一番はこのニョカ旅館出品の金霊大根。霊剣派推薦の栄養食品です。商戦大会前の今だから1本たったの998ロ。早いもん勝ちだよ。美味しそうだな。ちょっと高すぎですね。どうする？3人分買ったらすっからかんだぞ。一つを分けろか？売れませんよ、これじゃ。
坊ちゃまの考えはいつも突拍子もないんですが、言う通りにやると必ず成功するんですよ。あ、坊ちゃまが来ました。さあさあ、こんなチャンスはめったにないよ。ここの大根全部もらうわ。お客様、うちの大根はお一人様3本まで。お客様の気迫がすごいです。ただものではありませんね。もしや唯一ミッションをやり遂げて準入権を手にしたオーリク様。みんなはこの商戦大会に参加し、霊剣派の門弟を志す受験者です。もちろん霊魂のことも知ってるでしょ。普通の人でも大役なので霊魂を持てますが、霊剣派に入門するには未修行かつ礼儀清らかなものだから、世俗の気を持っている人を霊剣派は認めないんです。俺の調べたところ、この白金霊大根は世俗の気を浄化する作用があるのです。こんな秘宝のような大根、普通なら1本1万両はするでしょう。店主が超サービスしているのをただ見ているほど愚かなことはありません。約束通りうまいもん作ってあげたよ。うわー、坊ちゃまよかったですね。少しずつ食べてね。え、大会前の食事はこれで全部だから。あと3日もあるんですよ。おかみさんケチすぎ。第一3日も持ちませんよこれ。ああ、それ以外の謝礼もあるよ。これをあげるよ。こんなちっちゃい巾着袋、やっぱりケチ。嫌なら捨てていいよ。鍵と銅線が1枚。もしかしてこれはおかみさんの部屋の鍵。体で坊ちゃまに恩返ししたいとか。おちゅう、お前そんなやつだとは思わなかったわ。ただの冗談ですよ坊ちゃま。そんなに真面目に突っ込まないでくださいよ。あの子、この先の商戦大会が楽しみだね。この3日間残飯食ってたけど鮮度は保ったまま、どれも美味しかったな。おかみさんの持ってきた弁当箱に何か。あ、坊ちゃま待ってください。はあ、さすがにすごい人数だな。見て、何か来る。これより商戦大会本戦を開始する。最後まで通過できた者だけが入門することを許可される。入門試験は大変厳しいです。まず最初の試練はこの近況を渡ることです。それが終戦の道の第一歩となります。簡単じゃねえか。一番乗りですね。結界。でもほら、あの人橋に乗れてるわ。この橋は12歳以下の者しか乗れない。お供と年齢オーバーの方もお帰りください。そんな荷物を持つのかよ。どうする？村には帰れないし、ここで働き口を探すかね。行くぞチューちゃん。はい。今年は何人ぐらい合格するでしょうね。例年通りなら 2,3 人というところだが。そうでした。今年の試験はあの方が作ったんでしたね。最終的にとんでもない結果にならなきゃいいんだがな。王さん、ちょっとお待ちください。お前12歳以下なんだ。見た目15だけど。あ、いやまあ別に用ないでしょ。ついてこないで。僕と同行しません？同行？そうです。お互いに協力し合いましょう。入門試験には必ず困難な危険が満ちているはず。そんな時仲間がいればお互い助け合うことでいろいろ有利だと思うんですよ。助け合う？俺様が助けが欲しいとでも思っているのか？冗談だよ。けどさ、カイちゃん、助け合いは多分いらないと思うよ。
この王陸様が君を守ってやるよ。同門弟子になっても面倒見てやるからね。うちのチューちゃんと同じくらい非力だもんね。はあ、僕ちこの先一人でやっていけるのかな。まあカイちゃんがどうしてもって言うんなら仲間として手伝わせてあげてもいいよ。仲間？坊ちゃま、ちょっと待って。ごめんなさい。どこさ見てんだてめえ。この橋は12歳以下しか乗れないのに、このモンスターは一体俺に向かってくるか言い抜かしたっぺな。君、その辺でもう許してあげなさい。許してんじゃねえ。まさかおめ様は足早いね。すごい、坊ちゃまがモンスターをビビらせてしまいました。いや、ビビった相手は多分俺じゃない。行くぞチューちゃん。はい。カイちゃんなんか隠してる？いいえ、何も。待ってくださいよ、坊ちゃま。はあ？ねえねえ、カイちゃん本当に。まあいいけどね。この橋は平らで広いんだけど終わりが見えないんだよな。あ、霧が出てきた。ますます見えないよ。どこまで行けばいいのよ。ただの嫌がらせじゃん。ダメダメ、やってられないぜ。だいぶ脱落しそうですね。人数は減った方が見守る我々は助かるがな。こいつは呪われた容器だ。どういうことだ？直に水を汲もうとするとこうなる。金で交換するしかないらしい。なぜ金で交換するって知ってる？ここに交易って書いてあるだろ。さっき誰かが金を入れてみたらそこの竹筒から水が出た。なるほど、実践から真の知識が生まれるってことね。でもお前ら本質が分かってない。なんだと？どういうことだ？こいつ靴の底の土を入れやがった。貴様何の真似だ？俺より注ぎ口を見てろよ。金だ！なんで土が金に？お前ら容器の底にある五行図に気づかなかった？火は水によって養われる。火は燃えて火を生む。物が燃えれば後には灰が残り、灰は土に帰る。鉱物、金属の多くは土の中にあり、土を掘ることによってその金属を得ることができる。金属の表面には凝結により水が生じる。自分の考え通りか確かめるために土を入れてみた。結果は見ての通り、これは五行物質転換器だ。原理は簡単だ。ひょっとしたら霊剣山の家元の娘のおもちゃかもね。丁寧に5択並べてくれたけど、オイラたち喉なんか渇いちゃいねえし、水なんか必要ないね。いいや、俺たちは今何をしてる？商戦大会だ。意味もなくこんなものが置いてあるものか。この水を手に入れ次へ運ぶこと、それがミッションだとしたら。水を手に入れるったって金なんかないし。町まで戻って土を持ってくるのか。俺たちが今どこにいるか忘れたか？近況だ。取っちゃダメだって誰も言ってない。こいつを使うのが一番手っ取り早いのだ。そんな簡単に掘れるもんじゃね多く掘れば旅費になるわ。頑張って。無理。私たちは掘らなくていいんですか？チューちゃん、風呂敷開けて。はい。わあ、すごいです。このことを分かってて弁当箱を持たせてたんですね。おかみさんのおかげだ。もう行くのかい？弁当箱を返す。その弁当箱の下地は金の板だよ。やるよ。水に変えるかもね。おかみさんは絶対この商戦大会と関係がある。つまり霊剣派の人間ってことか。この子だけ金を掘らずに近道できた。点数も大幅に増えたろうね。おまけにレイちゃんの助けまでもらえるなんて運も持ってるようね。
今年の試験はわっちがじっくり時間をかけて作り上げたから、こんなラッキーは続かないさね。どこまでやれるか見せてもらおうかね。あ、そっとそっと。行ってきたいともこぼすんじゃねえぞ。おいさやめた。こいつごと運んだ方が早いべ。出番ですかね。そのようだ。おっちゃま、これ以上はもう無理です。私を置いてってください。休んだら早く追いついてこい。おっちゃま、お前を捨てるわけねえだろ。足を引っ張るなよ。はずカイちゃん、スーちゃんを抱えて。あ、わかりました。桃源郷の果てに霊剣山で待ってるぜ。この石碑は近況の終点ですね。ここまで来た人は霊剣派に入る資格があると書いてあります。右の道を行けば外門弟子としてすぐに受け入れてもらいます。ですが左の道を選んだら内門弟子の試練を受けるということです。なるほど。だが俺様に乗り越えられないものなどない。7つのなんていないような落書きの未来図を描いて、迷ったって泣いたって終わるのだと君は笑った。もし明日が手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くかみたい。な
だの迷路じゃないですか。それに迷子になりそうですよ。いつになったらたどり着けるのか。前に進んでればどうにかなるもんだよ。そーっとあれ、なんかもう目的地に着いたっぽいね。何が出るか楽しみ。怖くないんですか？確かにちょっと不安が。いっくよー。何ですかね。これはもしかしてここで持ってきた水を使わないでどうする？そうか、近況のミッションはここに繋がるのか。あ、こっちもです。この先一体何が起こるんでしょうね。私もワクワクしてきました。お兄さんご出身は？山に入って何するの？かわいいね。うちに遊びに来ない？村長が待ってるよ。今日はパーティーだぜ。すごいですね。ニョカ旅館よりも豪華ですよ。おかみさんに怒られますよ。でも他の人たちも次々やってきましたけど、なんか食べ物が粗末というか。お腹すいた。いただきまーす。これ責任者出てこい。あの山猿どもが肉てんこ盛りだ。どういうことだ。0点は炒め豆腐です。なんじゃそりゃ。こら山猿、食いもんよこせ。山猿って誰？坊ちゃま、私たちのことですよ。無視すんじゃねえ。おいらは優秀の鮭第14代目の子孫だぞこれ。犬の子孫？まあまあ落ち着けって。この豪華な食事はミッションクリアの報酬ですよ。この村まで大量の水を運んだのは彼らだけ。俺も運んだが小さな水筒分だけだ。そして君らはゼロ。一滴も水を運べなかった。その結果がこれだ。何にも食べられないんすか？そういうことだ。この大会の参加者の情報はほとんど知っているのですが、君のことは全く知らない。家柄などをご紹介願えますか？家柄がないと生きていけないの？っていうか、お前誰？これは失礼。曹慶州大民国の皇太子主神と申します。よろしく。大民国皇太子様？そんなに驚くことはないさ。こちらの雲体帝国第二皇太子海雲甫様に比べたら。嘘！俺など取るに足らない家柄ですよ。そちらの3人、社交士、雲光士、理光士、みんな終戦名門の出身。身分輝かしい家柄です。身分輝かしい。俺様の見立てでは家の中に居場所がなくなって見返してやろうと家出したんじゃない？この山猿め、なんという無礼者。懲らしめてくれる。どう出る王さん。誰かがさすが一番は待遇がいいね。さっきの黒装束の人、王さんは知っていたのですか？知らない。村の人たちはここには紛争は一切ないと言ってた。何か問題があったら一声叫べばいいと。つまりここ桃源郷は安全区。安全区？霊剣派は確か控えめかつ円滑で有名です。聖教専門のように名門であることを露骨にアピールはしない。けどこの村は商船大会とどう関係があるのか、試練もいつからなのか全くわからない。もうとっくに始まってるよ。え？やっぱり坊ちゃまの予想通りだ。この村は完全に囲まれている。石垣と岩山、どこに行くべきなのか全然わからない。それに村の人たちは商船大会のことを聞いても何も答えてくれない。他には何よ？調べさせているのはオタクの坊ちゃまだよね。何か分かった？
おそらくだけどこの村は全面閉鎖されているはず。そして村を出るのが目的だ。こうやってプラプラ歩いてるとイベントが起きるかもね。こんなクソてめえ、オイラたちと手を組みたいだと。対等のつもりか。うぬぼれんじゃね助け合えればいいなと思ったっす。え。こっちとら無茶苦茶してたとこで、このデブでうさばらしといこうか。また暴れてるよ助けていただいてありがとうっす。僕ちんソーラン国国士の息子文法っていうっす。何にもわからなくて困ってたっす。こんなデブとっくにリタイアじゃね。1000円はいつも奇妙で予測できない。だからこんなのろまそうな人でも霊剣派に入る資質を持ってる。ほうほう。僕ちんはのろまだと分かってるっす。全然手がかりもつかめない。人と協力もうまくいかない。僕ちんはお二人の役に立てるっす。だから仲間に。なあ、終戦の道には縁というものがあるよね。残念ながらまずは自分で頑張ってみなさい。行くよ、カイちゃん。やっぱりダメか。お腹すいた。なんか食べ物を探しましょうか。文法は役に立つと思うのですがカイちゃんの言う通りだ。あのデブは単純でトラブルに巻き込まれやすいタイプだ。文法に縁があってもトラブルを解決する能力はないですよ。その時だよ、俺たちが動くのは。僕ちんすか。まずは村人に話しかけまくる。その上で仲良くなる。好感度を得ることが村を出る鍵かもしれないって。仲良くしたら村を出られる。坊ちゃまはなんでそれを知ってるの？さあ、なんでですかね。でも坊ちゃまの考えは不思議だけど間違いないんですよ。きっと1000円を持っているからだと思います。君にも1000円があるよ。え？坊ちゃまに言われたことない？近況に踏み入れた瞬間、先導を歩み出したんだよ。ここまで来たらみんな平等だ。この村でのミッションが順調に進めば、どうする？坊ちゃまの王陸の召使いを続けるの？王中？王中？王中！何ぼーっとしてんの？村人に話しかけて状況は大体把握してんでしょ？はい。チューちゃんの集めてきた情報をまとめるとこうだ。一つ、この村に貨幣というものはない。欲しいものは労働で交換するしかない。二つ、村人は俺たちが役に立つかなんて興味がない。商戦大会については一言も喋らない。村も出させてもらえない。三つ、出る道を知りたければ村人の好感度をどんどんアップさせなければならない。以上の情報からもう何をすべきか分かったな。さすが坊ちゃま。けど何をするかは。そう、これを知るのは容易ではない。だからこそ試験材料は必要だ。そこであの文法だ。どんなサプライズを持ってくるかでことは動く。王陸様、今度こそ助けてくださいっす。朝っぱらからうるせえな。焼き豚にするぞ。皆さんと別れた後、リおばさんという方に会って早死にした孫に似てると言われていっぱいお菓子をくれたっす。家にも泊めてくれたりとものすごく親切にされたっす。ところが今朝何があったのかわからないっすけど、竜おばさんと村長夫人が喧嘩し始めたっす。でも村長夫人は竜おばさんにかなわないから腹いせに僕ちんに八つ当たりっす。ナイスサプライズ。どういう意味で？竜おばさんは宴会の時村長とイチャイチャしてた人だ。帰りがけに村長は奥さんに思いっきり蹴られてたぜ。二人とも村長に関わる重要人物だ。彼らの好感度をアップさせれば永久任務達成なんてね。そんなの無理っす。しっかりしろデブ。じゃあ今の任務は村長夫人と竜おばさんの揉め事の解決ですよね。トラブルの中心人物村長を訪ねるのが
一番の近道。このハンカチを村長にお渡しいただけますか？は相談したいことがあるとお伝えください。こちらでお待ちしています。あ、わかりました。あのハンカチは竜おばさんのもの。文宝に借りてきてもらった。本人と話ができれば竜おばさんとの間に本当にやましいことがあるのかわかるでしょう。そこの方、わしの部屋で話そうかの。村長の家に入ったわ。手がかりを掴んだのか。出口も動いてるって。海雲穂と文宝の動きによって労働以外では食べ物も何も交換できないと皆が気づき始めた。中には情報を得るには村人の好感度が必要だと気づく者も現れた。桃源郷のクリア条件が次第に見えるようになってはきたが、ほとんどの者が手も足も出ない状態だった。家元は12年前に今日という日を定めたが、これほどの栄才が集まるとは。しかしこの王陸、家族に終戦した者はなく家柄もない。なぜ参加できたのだ？霊お嬢様の推薦があったと聞き及んでおります。何にせよ大会はまだまだ長いから先のことを楽しみにしましょう。退屈しないようにわしの部屋から麻雀を持ってきてくれ。お前の師匠襲名も呼んできなさい。今回わしはゴッドギャンブラーモードだから絶対勝つ。なんとそれは禁断の技。海雲穂様の計画は順調ですかね？心配ないさ。ただ座って情報を待ってるだけ。何かを企んでるようだけど、坊ちゃまの方が心配ですよ。ただいま。よっ、おかえり。僕が今やっていることは文宝や他の人の邪魔をするかもしれないけど、王さんは気にしませんよね。あの竜おばさんは寂しさに耐えられないタイプのようです。村長はヘタレのくせに奥さんには意地を張っている様子。その上竜おばさんとの関係は続けたいそうです。半日かけて話した結果、一番簡単なのが奥さんに恨みを捨てさせ仲直りさせることですが、それでは竜おばさんは納得しないでしょう。村長夫婦を離縁させる。そうすると文宝の任務も順調に進むでしょう。けどこれは正しいとは思えない。村長に奥さんとの愛情を大切にしてもらうよう説得できれば、そして竜おばさんに感情を文宝に寄せてもらえれば、村長の好感度を高める上で文宝もおばさんたちの揉め事から抜けられる。さすがカイちゃん、誰に対しても優しいね。王さんならどうする？女二人ができちゃえばいい。そうすりゃ一夫二妻で村長も幸せでしょ。あれ、カイちゃんログアウトしちゃった？坊ちゃまの話は無視してください。うん。実は王さんの考えを伺いたいのですが、この桃源郷のような人付き合いの試練というのは今までどこの門派もやったことがないのです。今までない？余計な人間関係は修行の邪魔だと言われています。バカ。修行といってもある程度は人間関係が必要でしょう。王さんもそう思う。一番控えめな霊剣派にこんな変化があったのがとても意外なんです。うん。でもここで心の知能指数を試すなんて、これ考えた人って嫌われ者なんじゃね？へっ口。禁断レベルのワッチが花粉症？ん？じゃあ無視するぞ。助けて。わっち、今日ちょっと飲みすぎた気がするさね。足ふらついて立ってられないの。尻を出すな、みっともない。まったく、どうして避けるさね。借金してないわよ。借りるんなら家元に借りるさね。後で家元に言っといて、オーブに気をつけろって。はい。わっちの天才的プランの感想聞きたいだけさね。天才的プラン？わしの表明法に入れたエキストラで作った村のこと？いい迷惑だよ。龍賢長老、それはあまりにも無知さね。なんだと？
今の終戦会に一番重要なのは心の知能指数さね。五大門派が万生命という同盟を結成して以来、山に身を隠し自己陶酔に陥って何が終戦者だい？どの門派も対外交流を促し、名誉と資源を守ることに必死だが、心の知能指数の判断基準はどれだけ好かれるかではなく、自分を嫌う人にどう対応するかということさね。霊剣派の恥のくせに心の知能指数を語るの？わっちのこと嫌い？好きではない。悲しいわ。ね、また麻雀やりに行くの？わっちも連れてってよ。断る。お前いつもインチキするんだもん。あのクソババア、私だけじゃなく義理の孫までバカにしやがって。ひどい。やめて。お僕ちが八つ当たりされるんだ。あなたは龍お姉さんですよね。ちょっとお話ししたいことがあるので、僕と2人だけでお話できますか？若い時の龍お姉さんは桃源郷一の美人とお聞きしましたが、今でも美貌は衰えていませんね。ほんとものすごくアブノーマルっす。さすがカイちゃん、2日だけで村長に恩人扱いされるとは。いいよこの熟女キラー褒めすぎですよ。村長を諦めお見合いに行くほど若返り、文宝にも優しくなった龍おねおばさん。村長夫妻は長年の苦労を振り返ることで愛がよみがえりました。僕の任務は完成しました。それとなるほど、もう桃源郷を出るの？村長と話をしました。でもその前に君の召使いのことなんですが。下の名前は忠という字ですけど、おそらく天性の裏切り者。これからもずっと君につくとは思えない。あっそ。これに見覚えは？俺の巾着によく似てるな。今日文宝から渡されました。橋を渡るとき王忠が落としたものだそうです。どう見ても召使いのものとは思えないので、僕の考えすぎかもしれませんが、まあとにかく僕は明日行きます。短い間でしたがお世話になりました。翌日の朝、海雲穂は村長の案内で村を出た。試練の初成功者として皆の心にかなり響いた。これを機に皆がそれぞれクリアの方向性をつかみ始めた。前に進めるか。だが海雲穂が完成したあのレベルの任務はそう多くない。そんな中、文宝は龍おばさんの好感度をほぼマックスまで高めた。王陸の指示のもとに王中の塾の任務も順調に進んでいる。だがその舞台裏の中心人物王陸は未だに動いていない。坊ちゃま、坊ちゃまが指示した任務は全部ちゃんとつながりました。私のミッションもそろそろ完成するはずです。それで？坊ちゃま、私ほぼ完成ならさっさと最後までやって行けよ。ここでもたもたしてどうすんの？私は坊ちゃまの召使いなんですよ。一人で行くわけが。本心で言ってる？もちろん本心です。1000円は個人で持っているもの。俺があげたもんじゃない。お前もう他の者と相談したんだろ。近況を渡ったことが何を意味しているかもう分かってんだろ。坊ちゃま、ありがとうございます。ごめんなさい。カイちゃん、お前の言う通りやっぱりろくなもんじゃないわ。7年もついていて誰が主人公オーラを持っているかわからないのか。
やっと駆け落ちする娘のバカ親父の気持ちが分かったぜ。残念だが俺様の完璧な攻略法をお前はもう見ることはない。霞んでた記憶に震える鼓動がまどろみに溺れて水面に沈む。降りしきる夜を見上げた瞳は月影に閉ざされた心を映す。ねじれた痛みだけが紡いだ無限の中で重ねた指を振りほどいて切なくにじんで今君の想い強く抱きしめて錆びついた世界越えてみせるから消せない幻貫いた言葉伸ばした指先に響かせてさらなる試練霊剣山で待ってるぜ。お前もう他の者と相談したんだろ。近況を渡ったことが何を意味しているかもう分かってんだろ。坊ちゃま、ありがとうございます。ごめんなさい。カイちゃん、お前の言う通りやっぱりろくなもんじゃないわ。主役なんていないような落書きの未来図を描いて迷ったってないだって終わるのだと君は笑ったもし明日が手つかずの白いキャンバスというなら何色か輝くか見たいんだ。涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ。7つの色で空を描こう。名前も知らない明日の足音を聞いてあっという間に半月が過ぎた。海雲峰、王中などに続き多くの者が攻略方法を見つけたが、村を出ることができたのはわずかな者だけであった。出てけこの浮気野郎！おっちゃん、おいらの話聞いて、お願い、おっちゃん。あれ、なんかのレアアイテムが落ちてんのかと思ったらお前か。おりく。この様子じゃさっきのお姉ちゃんとうまくいってないな。やれやれかわいそうに。でもお前たちの邪魔はしないからそんじゃねえ、ホストちゃん。待ってくれ！あの召使いやクソデブがクリアできたのは全部お前のおかげなんだろう。見ての通り初期苦労してホストとしてはうまくいってたんだ。あと一息なんだよ。
頼む。プライドなんかもう捨てるから、オイラたちにも教えてくれ。一度忠告してやる。今人気があってやっていけても10年は持たないよね、ホストちゃん。お前みたいな雑魚に付き合ってる暇はない。俺様の完璧な攻略が今始まるんだ。さあバンバン点数を稼ぐぞ。おい、あれオーリグじゃね？なんで奴が？オーリグ自らやっと登場か。なんか面白いことになりそうだな。おやまあ、ご苦労さん？なんでコーばあちゃんちの水運びなんか手伝うの？調査結果の中じゃコーばあちゃんはミッションのないただの村人のはずだよな。じゃあ好感度を高めたって意味ないんじゃ。俺たちの知らないことがあるのか？さあ疲れたろ。帰る前にご飯を食べておいき。ありがとう。そうそう、これを息子のいる学校に届けてくれないかい？学校？今度は何の真似だ？コーばあちゃんから頼まれものだ。それはありがとう。おい君、勝手に人のものに書き込むなよ。その詩の最後の一句はずっと悩んでたんだろう。絶妙、素晴らしい。これだよこれ。ありがとう、お礼をしなくちゃな。高いもんはいらないから、あなたがいつも使っているタオルをちょうだい。タオル？その臭いタオルをもらってどうする気だ？あの臭さ感じないのか？恐るべしオーリグ。あれ、ほうちゃんちじゃないか？あたいに何の用だい？この匂いはあの方の。そうだった。ほうちゃんはあいつに片思いだったんだ。お礼にあたいの手作り蒸し肉だよ。こうしてオーリクはそれぞれが欲しいものを物々交換していき、村を一周回った。1日で村人120人全員の好感度を高め、臭いタオルプロトコルを完成させた。オーリクのやってることに意味があるのか？もう一月近くこの村にいるから誰もが知ってることだよな。高い好感度はミッションを発動させるスイッチでしかないんだよな。そしてミッションは1人につき1つだから、その人のミッションが終了した後好感度を上げる必要はないはず。なぜだ？確かに村人120人の中に攻略価値のある人はもうほとんどいないけど、それ以外にもう一人。正直そこまでバカだとは思わなかったよ。本当にあの120人が村人全員だと思ってるのか？もういないよな。女王おばさんの腹の中の子も数えれば。それとも豚や犬もミッション持ってるの？お前らのバカっぷりはとどまるところを知らんな。なんだと？よくわかんないけどムカつく。やっぱ近親繁殖のせいに。やっちまえ！121人目、久しぶりだな。教えてくれない？俺素質抜群だから世界平和を守るなんてこともできるかもよ。まだ足りない。まだ足りないってか。なるほど。足りないというのは村人の好感度のことだとオーリクは考えた。隠しミッションを探し出すのは容易なことではないが、オーリクのやり方で好感度をマックスまで高める方法は効果的であった。オーリクの好感度の高め方はすごいけど、そろそろ限界だろう。それにみんなの好感度を上げたって。そうそう、結局黒装束の攻略法に繋がらないし。オーリク、結果売りに来たのか？オイラたちが喋ってるのを聞かれた。盗聴ストーカー？バカ！お前の親父は犬だよ！落ち着け！こいつわざと因縁つけて喧嘩売ってんだよ！雑種がビビってんのかい？何が名門出身だ？お前らのお母ちゃんは犬と交尾してお前らを産んだんだろ？それとも綿棒？すり込み？尿意棒？お前な！私を呼ぶために喧嘩を売るな！お前のボディーガードじゃないんだからね！
もうそろそろでしょ。ここ数日で村人全員の好感度をマックスまで高めたよ。残ってるのは。いいだろう。私の任務は簡単だ。お金をくれ。1銭だけでいい。お金？待って、普通のお金じゃない。この山のお金だ。この山？霊剣山のお金？お前は持っているはずだ。この桃源郷では通貨は使われていない。すべて物々交換だから、ここのお金があるわけがない。でも麓にある霊渓鎮なら、この霊渓鎮のお金も霊剣山のお金だよね。嫌なら捨てていいよ。このお金はおかみさんの賭けを勝たせた報酬だ。うん、それでもいい。ごめん、やっぱやめる。このお金は死んだ妻の形見、人に渡すわけねば。誰が死んだ妻だ。あ、お金？何ですかな、それは。通貨のことだよ。交易するとき同価値のものとして使うやつ。通貨？交易？ああ、言っている意味は大体分かったけど、この村は人少ないから物々交換で事足りるんじゃ。だから俺様が発行してやるって。通貨があれば商品の流通効率がアップし、村での生産もスムーズにいくよ。他との貿易もできるし、そしたら村がどんどん大きくなって今よりいい生活ができる。そんな奇跡を起こした俺への報酬はただの一銭。無理じゃん。なんで？必死に高めた好感度はどこ行った？なんでダメ？理由を教えてくれ。村のためだというのはわかるがの、先祖から伝わったこの生活を変えてはいかんのじゃ。おい！王さんの言ってることは素晴らしいことじゃんけど、わしの好みではないな。村長、その年で可愛いキャラってか、心筋梗塞で即死するぞ。オーブ、ちょっとやりすぎじゃない？こんな小細工好きな小僧、試練が続けられるだけでありがたく思えっての。何言ってんの？あの子はあんたの設計上の欠陥を見つけただけなのに。レイちゃんはなんにも分かってない。あれは欠陥とは言わないの。わっちはいつでもパーフェクトさね。もうどこから来るのかね、その自信は。それよりレイちゃんはなんであの小僧をかばうのさ。わっちとの長年の姉妹愛は？まあ、あの子のおかげでうちに帰らずに済んだわけだし、いい気しちゃうよね。っていうか、あんたさ、天剣堂の長老としての自覚が足りないんじゃない？長老の自覚？何言ってんだい。こんなとこいたって一銭も金なんか出やしないんだよ。やってらんないさね。ボーナスぐらい出してほしいもんだよ。出なかったらわっち何しでかすかわかんないよ。何しでかすか見てみたいな。オーブ、長老やめるか。家元いらっしゃい。あれ？何がいらっしゃいだ。ここは私の家だ。そうですか。わっちの家かと思ったよ。最近方向音痴がひどくなってるから直すのに大金が必要さね。貸してくれる？まずその恥知らず病を直してこい。勝手に大会の計画図を変えるなんて今年の給料もういらないだろう。これ以上勝手なことするなら長老をやめちまえ。無双法に帰って修行し直してこい。いつか岩永の境地に達したらまた天剣道を任せてやる。わっちのやってることは全て門下のためだよ。それがわからないと後悔するよ。ひっちんぼう、ひんがじじ。本当に欠陥があるのならやはり封じた方がいいか。あの動線見たことがあるような。まあいいか、メガネないからどうせ見えないし。くそ、大陸の野郎、なんでオイラたちだけに因縁つけてくるんだ。ただの八つ当たりじゃね。クリアできなかった時の顔が見たいね。おい犬ども、出た。あれ勝手に挑発するなって言っただろうが。これで最後だから。開き直った。この村ではお金は必要ない。でも俺からお金を取ろうとしたお前はお金を知っているということは持ってるかも。
持ってるなら俺にくれる？私に渡すお金は私から。よく思いついたね。まあルール上ダメとは言わないけど、そう簡単に渡すわけにはいかない。金や銀での交換も無理。どんな貴重なものでもこの山じゃ一銭の価値もないからね。それとも力を使うつもり？どんな手段でも受け入れるよ。外のものは価値がないってことは前から知ってる。だからこの山のもので交換する。おいおい、本当にいいの？明らかにどこか重要な場所で使うアイテムだろ。こんなちっぽけな村で使う気？神秘感ゼロ、拷問って書いてある鍵。ゲームマスターが誘導してまでも回収したい動線。どっちを選ぶか考える必要がある？お前やっぱり面白い。鍵をもらうわ。その通り、それは山のもの。私にとっても特別な意味がある。クリアおめでとう。やっと一人の人間になれたんだ。このチャンスは絶対逃さねえ。お前がちょっかい出してたサンバカ、偶然クリアしてな。お前の次に連れてくよ。どうぞここからお進みください。ご分を。結局あいつも無事にクリアしたか。っていうかあれ何の鍵？レイちゃん。大根の売上金が入った金庫の鍵。そんな大事なものを任務のアイテムに？なんで？なんかね、こっちの方が面白いかなって。全財産をかけたみたいな。かけ方豪快すぎるわ。もしあいつがレイちゃんの思うように動いてなかったら。でもうまくクリアしたじゃん。多分黒装束の正体もう分かってると思うよ。レイちゃん、ショタモエ死ね、200年年島。ひどっ。クリア商品はね、桃源郷での点数によって自動的に宝箱からアイテムが出るようにしたの。そうすればあのルーキーたちがゴールまでたどり着く可能性がずーっと高くなるってことさね。でもゴールした人は何十年も出てないほど難しいわけだし、ルーキーたちの自信をなくさないための商品システムってこと。人情味あふれた設計でしょ。ふん、普通じゃ。ゴールせんでも見込みのあるものは入門させとる。まあひねくれもな。お前が言うか。結構素質のいい子もいたから欲しいんでしょう。うまくいったらワッチのおかげだよ。なんかちょうだいね。雑談はそこまで。天剣道の長老として商戦大会の監督にも任命されているのですぞ。一人じゃ寂しいと思って付き合ってるだけさね。博打のことがバレたのは誰のせいじゃ。ワッチのせい？おかげでずっとここにおらにゃならん。大会も半分くらいまで来たが、結構いい感じの子がいたって。ここまで来れる人はみんなある程度の素質を持ってるよ。でもこの氷風谷からが本番さね。1番目で桃源郷を出たこの海雲穂。任務完成度はそう高くないが1番目だからいい商品をもらってるはず。素質は二流のやや上。レイ君はギリギリレベル3だけど期待できる人材だよ。村を出てもう半月経ってる。トラップやモンスターもなんとか避けてきた。もらった商品は高等掃除。なんとかここまで生き残った。ワクワクすぎて震えが止まらないよ。今だ、連行3品。
恐ろしいと。はいウンホ様。私ですよ、オーチュです。久しぶりです。こんなところで会えるなんて偶然ですね。もしかしてカイ・ウンホ様一人で戦ってました？ああ、全く歯が立ちませんでしたよ。私だけじゃ力不足ですが、みんなで一緒に戦えば勝てるかもしれませんよ。そうでしょ？奴は今3つレベルが下がって2級程度だから、俺たち6人のアイテムをうまく使えば勝てるはず。ちょっと待て、どうなってる？レベル下がってたんじゃないのか？なんか前よりどんどんでかくなってるぞ。モンスターさっきより5倍ぐらいパワーアップしてないか？一体どういうこと？これお前が言う人情味ってやつ？そう、相手が1人の時は3級でレベル9。今6人もいるし、モンスターも人数に合わせてパワーアップしなきゃ。人が多ければ力も大きいってやつだね。人海戦術が全く通用しないシステムなんよ。まさに人情味の最高峰。どんな理屈だ？それ以上へりくつ並べられたら死ぬ。しかもこれじゃ誰も通れないだろう。まあこいつらもう無理だな。じゃあ何を見ろっての？今年の新人全滅じゃん。こいつらは無理ってだけでクリアできる人がいないってこっちゃないよ。来たの、猛者登場ってか？あれはオーリク。なぜ奴がここに？半月以上離されていたはず。なんだ、3回で終了か？大幅に距離を稼げて便利だったのに。リドンか？それで追いついたのか。王さんは君たちと同じ半月ほど後に出たはずなのに、何かとんでもないアイテムをもらったんじゃねえか。今足元光ってたよね。それだ。君たちも特殊なアイテムを。いや、なんだ？一気にここまで飛ばされた。なぜ？どこでもなんとかみたいなものか。これ以上聞くな。で、次は何すりゃいいんだ？なるほど、今度はお前を倒しゃクリアってことだな。今度？こいつリドンカであちこち飛びながらモンスターを倒してきたってこと？最後に残ったこのアイテムを使って。幻想剣？なんでこんな上級レベルのものが商品に？マジ？ってなんでお前まで驚いてんだよ。こんなふざけた商品システム考えたのお前だろ。点数によって自動的に商品をもらえるシステムだから、こいつおそらくとんでもない点数出したな。でも修行もしたことないものに理論家や幻想剣のような霊法を操れるわけがない。どうして？消せない
悠久の時を超えて霊剣山で待ってるぜ。七つの色で空を描こ主役なんていないような落書きの未来図を描いて、迷ったってないだって終わるのだと君は笑った。もし明日が手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くか見たいんだ。涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ。七つの色で空を描こう。名前も知らない明日の足音を聞いて。あれ？何が起きたんだ？これは一体。あらなんてことだ。霊剣派始まって以来の失態。もう終わったの？まだ全然楽しめてないのに。これも小仙道の一環かな。クリアさせるためだけのアイテムだったってこと？イカれた設計だな。こういう天地まで壊滅できるものを平気で使わせるなんて。まあ大胆不敵。嫌いじゃないわ。嘘、本当に砕けてる。これが天罰ってもんなの？このままじゃいけない。龍拳のやったことにしよう。おい小僧、これで一気に強風谷、赤関山、有名道、星雲峰の壁を打ち破ったって知ってる？お前だけじゃなくみんなが仲良くクリアしちまったんだ。設計図をめちゃくちゃにしやがって。でもこれって念入りな設計の一環じゃなかったの？何が念入りだよ。バッチに面倒を背負い込む設計するバカなんざいやしないよ。何？この男勝りな女が設計者？男勝りじゃなく地上か。セクハラしてんじゃねえよ。あった、やっぱりそうだ。修行もしてないやつが上級霊法を操るなんてありえねえし。こいつどんだけ点数出したんだい？金印まで出るとは。金印を持ってる人は家元になれるんだけど、あの金眼じじいはまだピンピンしてるからね。バレる前に門派の資金を引き抜こうかな。あ、逃がせしないよ。あんたは私のものじゃ。これから何百年も写楽に生きるさね。家元？いや、落とし物を探してたの。見つけてくれてありがとう。もう落とさないから返して。落としたのはお前の節操だろ。今回お前の設計ミスで四大道府が崩壊し、霊峰幻想剣も砕けた。
この損失は単純に計算すればお前の今後20年の給料はパーだね。ひどい。給料くれなきゃ下山して強盗でもするからね。いいよ、略奪許可証でも作ってあげようか。あんたも節操落としてな。でも今急ぐのは長老たちを集めて設計図の不備をどう決着つけるか相談しなければなるまい。全ての長老は精神法に集まってくれ。だからこいつにやらせちゃダメなんだって。頭おかしいから。貴様、落ち着いてください。今は原因を追求するのではなく、残ったみんなをまとめて判断する方法を考えることです。カウンの言う通りだ。霊剣派は一度に多くの弟子は取らない。いきなり15人はちょっと無理があるからな。でも賑やかになりますよ。ふざけたことを言うな。門派の資源は15人の内門弟子を支えきれない。資金はまだ余裕があるが、明らかな浪費は抑えるべきだ。はあ、陸理長老を怒らせたらまずいよね。商用法の予算を削られたら大変。あなたの予算を削った覚えはないが。この間ジュエリー買おうとしたら予算下りなかったじゃん。私物を買うために公金を使わせるか。プライベートな話は大概にせい。この15人はルール通りに小先祖を完成したんです。断ると門派の名誉に関わるかと。どうしますか、家元。解決方法は実に簡単。長老たち自ら合格者を見分ければいいだろう。それ追加試験ってことですか？わしは賛成します。追試が一番手っ取り早い。15人を玄運動に集めよう。家元とオーブはまだついてないか。オーブはともかく家元まで何をして。あ、瑠璃ちゃん。はい。家元何してるか様子を見てきて。はーい。待って。行ってきまーす。あ。はあ。早かったね。お茶こぼして老後が心配です。で、家元は見つかりませんでした。どこ探したの？何も言ってくれなかったから。もういい。それ以上喋らないで。あの天命の子、もう心当たりあるでしょ。やっぱりあれは。もうすぐ答えが出るよ。一同の者入場せよ。なんだこれは。まるで貨物を検品するみたいだ。気分が悪い。ただいまより追試を始めます。簡単に流れを説明します。中央に一人ずつ並べばいい。長老たちが観察し資質を判断する。そして結果を検討し適切な人を選び入門を許可する。内門弟子の人数は3人だけです。それでは一人ずつ前に進みなさい。いつも王陸に先を越されてきたが、俺が一番目だ。霊剣派は気質にこだわるはず。この主神の気質を見せてやる。おう、悪くない。一番で度胸もあるか。イケメンだしね。よし、次。レイのところで見た覚えがある。唯一ビプルームに泊まった子だね。悪くはないが、レイの推薦なら。次の者。次の者。
次のもの、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 次、最後のもの。これはこの子は確かに抜群だが、まさか天霊魂。それって太古の伝説の霊魂じゃないのか。まだ存在してたのか。なんて急、標本にして残しましょう。食ったら不老不死になる？食べちゃ以上で審査終了。1時間後に合格者3名を発表します。どうよ、見間違いしないでよ、金眼じじい。イケメンが多くて迷っちゃうな。そういや、あの子しっかりしてそうで少し甘いところがあったからね。大丈夫かな。いっぱい休んだんだからしっかり働けよ。飯に毒持ったろか。これより3名の合格者を発表します。1人目、主人。2人目、文宝。お姉様。そして最後の1人はやっぱりオリか。もうあいつすごすぎ。力の差は歴然だったわね。なんだと。どうする？そうだな。村には帰れねえし。そうだな。王さん、嘘だろ。何なんだこのストーリー。前半こんなに盛り上がったのに最後は主人公をどん底に蹴り落とすなんて、ネット小説を読みすぎなんじゃねえか、長老たちよ。王さん、どうするつもり？どうするって決まってら。俺もそこそこ有名人だ。みんなを集めて書き込みであいつらを呪い殺すわ。王さん、落ち着いてください。カイツら、今の状況は大根流というのだ。極端に重苦しく理屈で納得できない展開で始め、主人公今後の大活躍に運を開くんだ。俺たちは一番優秀の成績で落選したけど、この惨めは未来の栄光につながる。もし一家が殺され母と娘も犯されたらなおさらいい。今後必ず視聴し戦王にもなれる。王さん、帰ってきて。みっともないよ、王君。桃源郷からお世話になり、おかげさまで氷封谷を通らせてもらってここに来た。王子である俺も含め大会に参加した全員は王君の背中を追いかけた。でも結果は結果でとても残念だが、うち大民国で士官の口を探してやろうか。俺はもう好意は告げないけど口利きぐらいはできるよ。古文にしたいの？誠意があるならお嫁さんも分かち合おうか。どうだい？お嫁さんを貸してくれるか？まだ結婚してなくても大丈夫だよ。先に約束してくれればね。長老に頼まれて海雲穂、オーリク2人の落選の理由をお伝えします。海雲穂、あなたの属性は重風弱水三品の複合霊魂です。素質から見れば表明法の求めるレベルに達しています。じゃあなんで僕が落選なんですか？他に優秀な人がいるんですか？定員が足りないんですか？そんないっぱい聞かれたら長老の話全部忘れちゃったよ。もう自分で考えなさい。ごめんなさい。まあとにかくあなたの霊魂の属性は霊剣派の中で一番合う神宝でも潜在能力の8割しか発揮できないのよ。修行できないことはないけど、あなたにとってはもったいないことなんです。三品霊魂は飛翔の最低レベルですから。2割は愚か
ちょっとだけでも帯同に無縁になるのです。抽選会ではもちろん剣道を修行するんですが、本当に飛翔できた人はいますか？前回の魔法時代以来聞いたことないけど、修行中いろんな障害がありますから、たとえ最高の天霊魂でも飛翔の前例はまだないよ。でも一応修繕する門派だから8割しか発揮できないと分かってる人は入れないの。うち人数少ないけど理想は高いんだよ。理想が高い。五大門派の中でも名前負けしていると噂されているが違うようだな。でも心配しないでね。あなたは優秀ですから万法専門への推薦状を作ります。万法専門か。次はあなた。神聖五星など全て文句なし。霊魂属性は天霊魂、その中でも最も稀な空霊魂。これは伝説の先進始皇帝徳正大祖などの修仙界最強修士が持っていた霊魂ですよ。今の修仙界はもとより末法時代の前でさえこれにふさわしい神宝はなかったのです。徳正大祖は崑崙山で10年いろいろな法を尽くしたのに正気が全く体内に蓄積されなかったと記録にあります。だからこの空霊魂はせいぜい稀な収蔵品でしかありません。霊剣派だけでなくあなたにふさわしい門派はどこにもないんです。空霊魂に関する説明は以上です。そうだ、カウン長老は門派の縁起物ならやらせてもいいよって。太古の伝説の霊魂なんだからせめてはったり聞かせて聖教専門など圧倒できるんじゃないかって。じゃあそれで縁起物万歳。霊剣派俺様が来るぞ。さっきの太根竜ってやつは切り替え早すぎ。お兄さん、さっきのは冗談ですよ。縁起物には食事と宿泊がついてる。食事と宿泊？あとボーナスは有給ある？福利厚生はちゃんとしてる？名門だから言ったこと取り消しできないからね。信用なくすよ。そうそう、よくないです。お前はどっちの味方だよ、バカ。面白い。縁起物になりたいって？縁起物でもいいこといっぱいある？霊剣派という看板を掲げたら男殴り女奪い好き放題だよ。けどさ、あんた入れたって門派の資源を無駄に食いつぶして修行もできないから門派に恩返しできないじゃん。なんで入れないといけないの？はいはい、わかりました。入会金ってやつね。これで足りる？あれは将軍古戦。なぜこの子が持っている？家元、また隠し子？またとはなんだそんなことを。びっくりしないの？霊にあげた古銭だよ。霊ちゃんがあげたんだよ。酒に勝たせてくれたお礼に。それじゃあお前ちょっと来い。おかしいと思ったよ。霊が見込んだ人が三品霊魂だなんて。ビップルームに泊まったのってあの王中じゃなかったのか？嘘だからアホみたいにずっとあの子を見てたのか？あれを天命のこと思って。ちょっと恥ずかしいけど、さっき他のところで精神の力を使ったんで大炎霊視を開くのが間に合わなかった。この大バカも禁断じじいだけじゃなく霊眼まで開けない大ボケじじいになっちまったのか？あのお金は桃源郷で取り戻そうとしたんだけどね。どっかのバカに口を挟まれて失敗して挙句に給料まで引かれたさね。あのさ、うまい話でごまかしたつもりだろうけど、例の古銭を取って自分で使いたいだけだろう。いえ、わっちのこと知りすぎって話をそらすな。精神大現術でいろんなことを見てるからちょっとしたミスぐらいあるでしょう。とりあえず戻ろう。みんな待ちくたびれてるぞ。わっちの目を見て話せ。先ほどの古銭は霊剣派の祖師将軍信心が残したものだ。それを持っている人は霊剣派に一つだけ要望を求めることができる。何でもいいの？じゃあ霊剣派の家元になる。それはあっちのセリフ。
もっと現実的なやつを家元はおろか長老の席すらちゃんと座れないでしょ。さあ商品戦記をくれ。ほほ、いつかそんなすごいもの練れたらあげるわ。あと5000年ぐらいかな。これもダメあれもダメ、誠意あんのかよ。こっちのセリフだよ。またこんな乱暴な要望をしたら資格を取り消すぞ。しょうがない、ランクを下げてやるか。神殿弟子になる。これくらいならいいだろ。神殿弟子は内門弟子より身分が高いんだぞ。長老自ら認めた後を継げる人だから人数は限られている。どうだ。今内門弟子の面倒を見るだけで手一杯ですよ。神殿なんてとてもとても。俺が弟子を教えるのが苦手なの知ってるでしょ。この間の神殿だって。私のことも知ってるでしょ。瑠璃ちゃんだけで手一杯なので。私は門派の財政事務のことで忙しいので。あたいもみんな忙しそうね。じゃあ気に入る弟子もなく門派の事務も忙しくない一番適切な人は、はい、オーブ。はい。多くの人に期待された霊剣派の商戦大会は無数の嘆きと残念の中で幕を閉じた。主神、雲峰、王中の3人は内門弟子となり、海雲峰は推薦状をもらい万法専門に向かった。他の不合格者たちも霊剣山の下に待っていた各地の小さな門派の使者に声をかけられ、自分の宣言に巡り会えた。合格者は入門弟子の住む氷明峰に連れて行かれた。それに対し王陸だけ野犬のように外に放置されたままだった。無双法にて霊剣山で待ってるぜ。バッチはこれからお前の師匠だ。初めてだよ、弟子を入れるの。だから優しくして。ま、とりあえず2人息合わせて頑張っていきましょうね、デープロ。まさに長老たちの嫌がらせ。何このパンピーは。さあ行くさね。わっちの無双法に寝床も用意してあるよ。はい。おいおい、元気ないね。おっぱい飲むかい？でもそれ以上はダメだよ。はあ、12歳の初太に何言ってんだこの100歳知女が。慰めようと思ってさ。何か心配事かい？修行、俺の空霊魂本当に大丈夫なのかな。下向くな。バカ家元に任せられたからには必ず終戦の道を開いてあげるさね。空霊魂ぐらいじゃまだわっちを困らせるほどのレベルじゃない。だよね。出ないと俺が困る。王陸です。
これからよろしく。わっちはオーブ。今日からお前の師匠となる。よろしくな。行くよ。とりあえず飛びながら話そうかね。この霊剣山は総慶州の霊気が集まる場所。外からはよくわからないだろうが、12の峰が連なるところ。その全てが終戦の聖地だよ。その中でもハイレベルの霊気を宿しているのが精神法、数妙法、教妙法。その次がワッチの無双法さね。2人だけだから霊気は十分使えるよ。これはどういうこと？山の草木のことかい？何年か前借金返すのに売っちまった。でも種を買う気もないし、まあ4、500年もすれば回復するだろ。焦ることないさね。焦ろうや。そんなんだから他の長老たちにハブられてんじゃねえの？さあ着いたわよ。ここがわっちのお城さね。ちっちゃ！でもこいつならどんなでかい城でも3日でこうなりそうだな。改めて言っとくけど、現在天剣道長老10人の中でわっちは5番目。中途半端だけどね。修行しているのは自己流の無双庫。自己流？師匠は今どのレベルなの？金丹新人だぜ。びっくりした？レベル低っ。びっくりしすぎてコメントしづらいわ。で、他の長老たちは？1番目の新戦を目指すあのバカ家元が上から4番目のレベル家臣。他はみんな5番目のレベル岩塩よ。家臣の位が1人なんて本当に恥ずかしい長老たちだわ。金丹ってその次の6番目じゃん。お前が一番恥ずかしいわ。ほれ、今からここがお前の部屋だ。場所も分かったことだし、晩飯食いに行くか？今日はわっちのおごりさね。今日はってことは明日から自力ってこと？心配するな。無双法は丸裸だがトカゲぐらいは多少いるから。サバイバル教室じゃねえ。聞いたか、商戦大会の話。うん、なんかとんでもない奇才がいていきなり神殿弟子になったって。オーブ長老。ってことはあれが噂の神殿弟子か？食ってるぞ。これも修行の一部か？雲の上の人が外門弟子食堂なんかに来るなんて。庶民生活を体験するつもり？じゃがいも炒めを食っとるぞ。酢豚を食べてる。大根の千切りを避けた。箸の使い方が美しい。ああ、ごちそうさま。こんだけ注目されるなんてちょっと気持ちいいかも。おまけにおごるって外門弟子食堂でただ食い？この厚かましさ、この先楽しくやってけそうだわ。はあ。まだ寝るの？簡単な素質テストをするよ。嘘！霊剣派は夜実習もあるの？専門に入った以上何千年も遅れてる人間界の学問は出さないから。このテスト問題は何百年も模索して進化したものだから心して解きなさい。人間界の知識など役に立たないこのテスト問題をこのスピードで、しかも正確に。やはり生まれつきの才能か。さすが空霊魂を持つ天命の子。お前は終戦して何を求める？旋回に飛翔するため？そんなもん口だけだよ。飛翔できる人なんてほとんどいないからね。じゃあ長生きのため？今終戦界で一番の死に損ないは崑崙山の南国仙人。年は3590歳。研究用人体として生きてる。それでいいと思う？実のところこの答えはないんだ。バカにしてんの？わっちが言いたいのは、終戦の目的が何だとしても実現するには一つの基本条件が必要ってことさね。それはもっと硬い、もっと硬い、もっと硬い。もうやだ、下ネタばっかり。命と修行のことを言っとる。どの段階、どのレベルに達しようが自然の災いは必ずやってくる。中には命を落とすような。絶対に生き延びろ。それに加え人の行為による災いはもっと防ぐに防ぎきれない。
万生命が管理してると言っても終戦界の犯罪率はまだ高い。邪教は言うまでもなく、大手名門などでも汚い奴はいっぱいいる。とにかく一番重要なのは揺るがない固い意志だ。パワーとスピードがあっても弱い意志につけ込まれ命を落としてしまっては全て無駄に終わる。よし、明日から正式に修行だ。種目なんていないような落書きの未来図を描いて、迷ったって泣いたって終わるのだと君は笑った。もし明日が手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くか見たいんだ。涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ。7つの色で空を描こう。名前も知らない明日の足音を聞いて。季節が変わり2年が過ぎた。帰ったか。うわ、すごい手記。そう、死んだ犬みたいに酔っ払って。またこんな高い選手飲みやがって。家元に借金したな。ああ、俺の今月の手当もおそらく酒代で消えてんだろうな。はあ、薬風呂。オーリクが神殿弟子となってから2年間毎日欠かさない必修項目である。効果のほどは不明だが、朝の長距離走と薬風呂、この2つの必修項目以外、オーリクは他の弟子と一緒に教妙法の東運動で文化の授業も学ぶのだ。数学の論理、異教の方言、九州の歴史、終戦の礼儀。霊剣派はこれを素質教育といい、基礎教育の一環としている。まだ単体期なのに勉強達人になったなんて気に食わないやつだな。一応神殿でしたからね。長老に認められるだけあってただものじゃないね。オーブ長老美人でエロいしね。エロいことも教えてもらってるのか。いやー、俺的には美人でナイスバディで自由奔放なカウン長老の神殿弟子になりたいよ。皆さん、九州の歴史の授業を始めるよ。嬉しいですか？イエーイ！カウン先生愛してるよ。高等学問九州の歴史のようなつまらない授業に皆さんが情熱を持ってくれて先生嬉しいよ。じゃあそろそろ授業始めるよ。カウン先生の授業に巡り合うために留年しまくった甲斐があったな。今日も誰もいない。前回は輝かしい終焉まで説明して、巡り合わせの悪い収支を何名か紹介したよね。さあ次は末法時代。この章の内容はちょっと重苦しいんだよね。蓬莱先祖や明治新人などみんなの知ってる英雄たちはこの章で次々と死んじゃうんだ。末法時代になった原因は未だに解明されていない。なぜならあの時起こった異変が多すぎて記録に残っていないこともたくさんあるからなの。約6000年前の九州天地の霊気に急激な変化が起きた。修士はある程度の境地に至ると天地の霊気との交流は随時行うもの
上位修士になればなるほど受ける影響も深く崩れも早い。末法時代の異変は丸200年続いた。その後天地の霊気は枯渇し、終戦界は変わり果ててしまった。この部分まともにやってるとエグいからちょっとスピードアップするね。とにかく修士の腕前が強ければ強いほど異変にも影響されやすいってこと。1000年も旋回で名を馳せた赤音新人も霊気の枯渇が原因で精神の錯乱を起こしてしまった。異変後強引に修行した者は精神の錯乱を起こし赤音新人のようになってしまった。恐れた修士たちは皆修行を諦めてしまい、レベルの高い神宝を使う者もいなくなり、その結果人も減り終戦界最高の機構法も大半失った。次回は万物蘇生の章だよ。ちゃんと予習しといてね。結局後半は死者の名前を読むだけだったな。以前大部長老がこの授業を受け持ってた時、現実使って当時の状況をそのまま再現したらしいぞ。マジか。知ってる。巨炭レベルの弟子までもが気絶するほどだったとか。そんなことよか早く食べに行こう。やっぱ商用法の外門弟子食堂だな。当たり前だ。表明法なんか思い出しただけで。オーリクの食事はというと、毎回マスコットのように珍しがられていた。さすがにこれにはうんざりしていた。商用法の定期券が切れ、代わりにオーブが作ってくれたのは表明法の内門弟子食堂の定期券であった。今日のこの破壊力、ラム肉のカエル卵添え、魚ソースのバナナ揚げか、それともシュールストレミングプリンか。龍賢長老が雇った最偉人のシェフは家元の住む精神法にちなんで星を眺めるパイという料理を作り、家元以下長老たちに振る舞ったそうだ。10個余りの死んだ魚の頭が亡霊のようにパイ生地に刺され、長老たち皆もパイ生地と同じ色になるほど驚いたという。チャレンジャーだが死ぬぞ。いつも食べに来てくれてありがとう。あなたが美味しそうに食べてくれると自信がつくの。また新しいメニューにチャレンジしたくなったわ。あ、ごめんなさい、気がつかなくて。いっぱいあるから遠慮なくおかわりしてね。罪作りなやつ。そろそろ女華旅館の料理が恋しくなる頃かと思ってね。豚の角煮じゃなくておかみさんで、修行はどう？進んでる？そっちこそ旅館ほったらかして大丈夫なの？2年前から雇ってるバイトがいてさ、最近まともな料理が作れるようになってきたから時々店を任せてるんだ。よく人を雇うような金。そうか、大根売った金がたんまりあるか。で、お前のゲイトモくんはどう？カイちゃんはただの友達だって。この2年間はずっと手紙でお互いの情報を交換しているよ。カイちゃんは修行1年目ですでに気を体に入れることができるようになったらしい。昨日来た手紙には、つい先日錬気機の七品境地を突破しました。万法専門はさすが特殊霊魂の理想の修練場所。余すことなく能力を発揮することができました。修行の喜びを共に分かち合うこともできず残念です。自慢話にしか聞こえねえっての。そんなこと言ったら傷つくよ、ゲイトモくん。まあ確かにそれに比べたらこっちの内門弟子はまだまだだね。一番早い出身でもやっと気を体に入れることができるようになったばかりだし。けど2年間で長距離走しか身につけてないどっかの空霊魂よりはマシか。俺は勉強達人だよ。ちょっとは敬意を払ってもいいんじゃない？そんなこと言ったっていつも口で勝負するわけじゃないんだし。俺様の計画はこうだ。3年連期、3年蓄気、3年巨炭、10年後金丹新人になり、主神みたいなやつに圧勝するつもりだったが、霊剣派はなんで修行前に単体機を入れるの？肉体の鍛錬をなめんなよ。武術まで習得できれば
さらなるステップアップの土台になるからね。俺が毎日やってる長距離走とお風呂って何？じゃあ私が教えてあげる。ちょうど単体期だし、人間界の武術を学ぶのにちょうどいいよ。今後の正式な修行に影響が出ない？安心しな。私が教える術は変に癖がつかないから。拝ませていただきます。やめんか。結構スピードあるじゃん。一応2年間ずっと走りっぱなしだからね。スピード上げるよ。ついてこれるかい？へえ、こんなとこあったんだ。ここは一年中紅葉している不思議な森なんだけど、いいところだろ。じゃあ最初に交流人口を教えてやる。16式しかないからそんな複雑な術じゃない。まず呼吸を整えて気を体内に流し込んで、そのイメージは一匹の竜。どう？簡単でしょ？びっくりしすぎて記憶失ったみたいっす。ふざけんじゃねえよ。気を体内に入れることすら知らない俺に何をしろと。もっと初心者向けの術ないの？バカ野郎。うちで作った飯食べさせてやらない。飯で人を脅すなんて最低。普通なら教えないところをわざわざ。今度山の霊装を持っていくからさ、気を体内に入れるところから凄技まで教えて。そこまで言うなら教えてやるよ。はーい、まずは姿勢を真似してみよう。今時の武術はこんなにも周知度高いの？結構体柔らかいね。気がつる。呼吸のリズムを私に合わせて。私に全てをシンクロさせて体に覚え込ませるといいよ。少しずつ気の存在を感じて、呼吸の仕方が正しければ体内に流れ込む気の動きを感じるはずだよ。感じる。体の中で異様な気流が動いている。全身の筋肉が震えているような感じだ。筋肉に入っているほんのわずかなエネルギーすら全部絞り出されるみたい。すげえ。体力の消耗が半端なく早え。おかみさんが言うには朝晩1回ずつ練習すれば1ヶ月も経たずに主神と同じレベルになるそうだ。師匠いないみたいだな。またお酒飲みに行ったかな。あの女につくなんて本当に時間の無駄だわ。体が重い。一度に練習しすぎる。何これ。やっぱ思春期ってやつかい？起きてんならさっさと起きやがれ。今のはエロい誘惑に耐える特訓。ただ酔っ払ってベッド間違えただけだろうが。え、リクちゃん今から出かけるの？ああ、朝練。何の練習？今日は東運動の授業ないはずだよ。属性武術だ。属性武術？誰に習ってんのさ？山で出会った武術の達人。2年も修行したのに走りで猿にしか勝てない俺を憐れんで凄技を教えてくれたんだ。それって絶世の美女を前にセックスしないでオナニーするのと一緒じゃん。何が達人だよ。リクちゃん、あんた星を眺めるパイを食べ過ぎて頭壊れた？あそこの飯知っててなぜ定期券を作った？ここにいた2年より達人といた1日の方がよっぽど収穫が多いわ。恥ずかしく思えよ。そいつ詐欺師かもしれないよ。詐欺師でも腕がすごい詐欺師だ。うるさい。要するにわっちの腕前を信用してないってことさね。その詐欺師をここに連れてきな。わっちが負けたらおもちゃにでも何でもなってやるわ。とまあ事の経緯は以上で、受けたの？うん。もう帰っていいよ。そう言わないで。砲術を使わずに人間並みのレベルで戦うって。勝てない賭けをするわけないでしょ、あの人が。彼女は何と言っても金丹新人だ。砲術を使わなくても凡人なら余裕で踏みにじれる。
おかみさんだってただの凡人じゃないってことぐらい知ってるよ。俺だって師匠と喧嘩するつもりなかったけど、属性武術を教えてくれたやつは頭腐ってるクソみたいなもんだって。おまけに雑で下品で短気で貧乳の男勝りの女に決まってる。こんなやつは男は寄ってこないし、レズパートナーもいない。30過ぎたら基本指とキュウリで時間を潰し、いつか大型犬を飼うかもしれないって。今すぐ山に行くよ。今日中にあのクソ女をぶっ飛ばさないと旅館を潰しちゃうわ。無双剣骨第98巻霊剣山で待ってるぜ。指とキュウリで時間を潰し、いつか大型犬を飼うかもしれないって。今すぐ山に行くよ。今日中にあのクソ女をぶっ飛ばさないと旅館を潰しちゃうわ。主役なんていないような落書きの未来図を描いて、迷ったって泣いたって終わるのだと君は笑った。もし明日が手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くか見たいんだ。涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ。7つの色で空を描こう。名前も知らない明日の足音を聞いて。出てこいよあ、誰だようるさいな。わっちの二度寝を邪魔するのは。さっさと出てこいよはい、レイちゃん。おひさ、どうしたどうしたんじゃねえ。てめえが一番分かってたのか。そう聞かれると一番困るさね。いろんなことに手を出しすぎて思い当たることだらけだし。レイちゃん、
生理？私があの雑で下品で短気で貧乳の男もレズパートナーもいない指とキュウリで時間を潰し老後大型犬を飼うと言われたオーリクに属性武術を教える噂の詐欺師だ。詐欺師？ああ、あんたがあの達人。いいよ、やろっか。うちらの関係も行き詰まってたことだし、勝ち負けついたら結婚しちゃおうか。この勢い、心臓の働きが急に速くなった。全身の血脈が響いてるような気がする。気を放っただけでこれだけの禁断新人は伊達じゃないってことか。狼さんは全く動いてない。山のごとく揺るがないと言うべきか。宝物復活。何が宝物だよ。ただの竹じゃねえか、この貧乏師匠が。ああ、負けた。わっちのこと好きにしていいよ、レイちゃん。私じゃないだろ。好きにしていいのはあんたの可愛い弟子だよ。マジ？そうだよ。よく考えたらお前にはめられたんだ。ここんとこ飲みすぎて頭がボケてたのは確かだけど、どうしよう、本当にこいつのおもちゃになるの？いやまだ14歳だし体力もない、きっとテクニックもないし、どれだけ長持ちするんだか絶対つまんないさね。こら！なんかいやらしいこと考えてんだろ。とりあえずおもちゃのことは置いとけ。そっか、急がなくってもいいよね。それよりも急いでやってほしいことがある。お願いだから本物の技を真剣に教えてください。リクちゃん、わっちが真剣に教えてないって言いたいわけ？何にも分かってないな、君は。わっちが自分の弟子をペット扱いしてると思ってんの？他のことはともかくバカ家元と約束したからね。お前を一人前に育てればお金やイケメンはいくらでもくれるって。お金はともかくクソジジイがイケメンを調達できるとは思えないね。おいおい、一人前にするって話、どういうプランなのか言ってみろや。まずはあのバカ家元がどこからイケメンを入手できるか考えてみよう。やっぱおもちゃになれ。たっく、この2年間お前が入り続けてきた薬風呂にいくらお金がかかってたか分かってるの？絶対あんたの酒代よりちっぽけだと思う。でも効果が出てるでしょ？レイちゃんならわかるよね。そうだね。2年前の君は一般人並みの体力しかなかったし、武術の素質は悪くはないけど生まれつきの体質が弱かった。でも昨日技を教えた時、習得するスピードはとんでもなく速かった。きっとこの薬風呂で体質が改善されたんだと思う。マジかよ。修仙と武術のスキルポイントが別ってのは分かったけど、同期の奴らは誰もそんなことしてないぞ。彼らは体質より修仙することを優先しているんだ。君の師匠が体質を改善させているのははっきりとした目的があるんだよ。さすがレイちゃん、わっちのことよくわかってる。2年間ずっと薬風呂に入り続けさせた理由は、お前に無双剣骨の修練をさせるためだ。無双剣骨は禁断レベルの単体砲術。お前の持っている霊魂は空霊魂だから、天地の霊気に対する適応性が強く、何の支障もなく霊気はお前の体内を自由に出入りする。一見得な体質だと思うかもしれんが、必ずしもいいことではない。今の状況から見ると、お前の体内では上後に水のように集まる霊気が急速に吸収されると同時に速やかに失ってもいく。一滴も残さず。要するに霊気を貯めて自分の力にすることができない。わっちの無双功は奥深いから一言で言えないんだが、この無双剣骨は上後の中に新たな容器を作り、それによって上後の出口を塞ぎ、そしてその容器が新たに霊気を集める働きをするので、
錬金の修行を始めることもできる。空霊魂の特性に逆らってはいるが、これならほぼ同じ成果を上げられる。稀有な霊魂として標本になるよりマシだろ。本物の仙人の腕前はないから、ダメ元で自分に合った方法で試していくしかない。わかった。で、あとどんだけ薬風呂に入れば無双剣骨の修行を始められるの？3456万7890回くらいかな。なんだそのデタラメな数字とおどおどした顔は。この薬は時間経つと効果が減っていくから処方を更新しなきゃ。知ってるけどさ、簡単に言わないでよ。この処方に全財産使っちまったんだ。更新する余裕なんかないさね。まさかただの越金潜髄油？世間では珍しいものだけど、この霊剣山では処方がちょっと高いだけで材料はそこら辺にあるよ。オーリクの神殿補助金でも十分買えるはずだよ。レイちゃん、あんた男のためにこっちを売ったね。やかましい。さっさと更新してこい。修行は順調に進み、次の段階に備えて肉体精神ともに休養が必要なのだそうです。王さん、僕は近々一度山を降ります。都合が良ければ霊渓鎮近くでお会いできませんか？やっぱ全然違うわ。このスーパー薬風呂、全身すっきりした。超気持ちいい。少なくとも半年分の酒代をこのスーパー薬風呂に使ったさね。もう終わったの？いいね、別人になったみたい。わかるの？外見変化ないから分かりにくいけど、もともと巨大な潜在能力があるんだ。それをより引き出しやすくなってくるから、この先の修行にいいんだよ。それこそスーパー薬風呂の効能さね。なんだいその目は。2年間の積み重ねがなきゃ1回のスーパー薬風呂でこんなに変わるもんか。そしたら次は無双剣骨の番だよな。そういえば入門して2年、わっちの広報体系についてまだ何も説明してなかったな。確かにこの2年間お前は毎日酔っ払って爆睡してたから説明する暇はなかった。お前面白いね。とにかく無双鋼はわっちが自分で作り出した工法。終戦会では工法は古ければ古いほど強いと思い込んでいる。だからわっちのような自己流の工法はバカにされている。しかしそれは間違いだ。終戦は人によってみんなそれぞれだから、他人の工法はいくら優れていても自分のものではない。自分で考え練り上げ作ったものこそ自分のものと言える。要するに自分でオナニーしても人妻に触れるなってこと？下品かつ生々しい例えだけど悪くないと思う。この無双鋼は一番わっちにふさわしい工法なの。長年の改善により無双剣ケ無双剣骨、無双剣心などを含めて精神剣点に劣らず完全なる工法体系になっている。精神剣点というのは家元に何千年もの間引き継がれた工法なのですごく奥深い。でもその中身は全く変わってないし、ごく一部特別な資質を持っている修士しか向いてない。けどわっちの無双鋼は違う。時の流れとともに常に進歩している。マジ？そんなのあり？今のはもう第98版だからね。一番の強みはフレームワークの包容力。かなり強いから好きなように変えても大丈夫だ。新しい発想があったら取り入れる。基本的に年に一度大きな修正をしている。年に一度？適当すぎるわ。でも今んところ九州大陸において好きなように工法を変えられ、かつどんな状況にも対応できる。わっちの無双鋼、お前の空霊魂をカバーできるのはこれだけだ。修行は試行錯誤しながらやっていくしかない。そこで頼りになるのは
この無双剣骨だけさね。霊剣派がなぜこいつを指名して俺の師匠にしたのかだいぶ分かってきたぜ。明日から無双剣骨修行開始だ。悪くないね。まだ3日も経ってないのに。いつかお前も内視法ができるようになれば体内でどんな奇跡が起きてるか自分で確かめることができるよ。何なんだよこの工法。交流人口みたいに10式ぐらいしかやってないのになぜこんなに体が痛いんだ。これでできたわけ？そんな簡単にできるわけないだろ。今はまだ無双剣骨の第一段階だよ。けどね、どう頑張ってもここまで半月はかかると思ってたんだけどね。さすが天下の空霊魂ってとこかね。習得スピードはとびっきり速い。全身が痛え。激痛が消えた時本当の意味で修行の形を固められ威力を発揮できるようになる。でこの恥ずかしい格好も修行なのか？だって抱えてやったらおっぱい触るだろ。するか！こういう錬気より先に体を鍛えるようなやり方は普通やらないんだ。修仙界ではほぼ前代未聞だよ。体を守る法力はまだ作られていないから、体質の新旧交代が始まるとそのダメージに耐えられないはずなんだけど、この2年間入り続けた越金千頭油のおかげでお前の体はその衝撃に耐えられるようになったわけだけど、正直すごく心配したさね。まさか生き残るとは思わなかったわ。無双剣骨の第一段階に入ったってことはもう錬気の修行を始めてもいいってこと？まだ早いよ。お前の体内にある上後の大きさでは9か10段階ぐらいいかないとダメさね。9か10段階？無双剣骨は何段階あるの？今のところ全部で120段階あるよ。わっちは103までいってるけど、無双功は常に更新されるものだから無双剣骨も上限はないよ。適当すぎる。3日間で第1段階だったら1ヶ月後で10段階達成か。そうすりゃこの苦しみから解放される。しばらくベッドで安静にしてなきゃね。食堂にも行けないから師匠自ら料理してあげたよ。感謝するさね。オーリフはまた氷妙法と無双法の間を行ったり来たりするような生活に戻った。昼間は氷妙法の東運堂でさまざまな勉強をし、夜は無双法で無双剣骨の修行に没頭するという充実した毎日を送っていた。1ヶ月ってあっという間だった。無双剣骨も第3段階まで進んできた。予想より遅いけど師匠の話によると進み具合は十分早いそうだ。修行は順調のはずだからうまくいってるじゃん。私に何の用なの？確かに第1段階を終えたらそんなに体も痛くなくなった。でもこれは副作用が完全になくなったわけじゃない。痛みに耐える力が上がってきただけだって言ってた。そのまま続けてたら寝てる間にチンチンを切られても気づかれないはずだってけど修行を進めれば進めるほど一つの問題に気づいた。まずこの無双剣骨は属性の追加とかなんもないんだ。普通なら熊のパワーとか豹のスピードとかを習得できるはずなのに、それどころか最近じゃ走るスピードまで落ちてきた。それだけじゃない。以前習った交流人口の気が脈を走る感じもなくなった。おかしいな。脈はちゃんとできてたから消えるはずは。そうか、抹殺現象だ。ハイレベルの武術はレベルの低いものを抹殺するわけだ。例えば君は六葉融雪を身につけたけど、その上に九葉人口を修練すると六葉の特性はそれによって抹殺されてしまう。無双剣骨は千家の後方だから交流人口よりレベルが高い。だから抹殺されたんだ。なんなんだこのクソ候補。属性の追加がないだけじゃなく他の後方の属性まで抹殺しちまうなんて
けど無双校の凄さはよく知ってるから。交流人口レベルの技が1つや2つ消えたところで問題はないよ。そんなこと言われてもなんかな。それより前弟子にしてもらう話したよね。私？抹殺されずに残すことのできる技とかおかみさんなら知ってるよね。君はもう仙道の修行が始まってるから、私なんかもう用なしでしょ。おかみさんは武術の大御所だから一番頼りになるからね。お願い。まあ君みたいなやつに教えるのは面白かったしね。いいよ、教えてやる。商戦大会で案内人たちが剣に乗ってたろ。五剣飛行という技なんだけど、加藤法といって体を軽くすることで走りやすく飛びやすくなるんだ。まあオーブはそんなの興味ないみたいだけどね。だから無双校には金鋼の類の技がない。私が教えるのは属性の金鋼武法だから大したもんじゃないけどさ。でも五剣飛行は蓄機器に入ってから身につける技だけど、これから教える技は蓄機器まで十分使えるからちょうどいいだろ。武法の名は天使法。これによって身軽に登ったり走ったりすることができるだけじゃなく、近距離戦の中相手につきまとい俊敏さで勝つことができる。天使法は変化が非常に複雑で優れたバランスと柔軟性が必要とされる。だがオーリクは生まれついての高い能力と2年間の長距離走で作られた基礎を持っている。いいね。たった1日だけでもう随分できてる。あとは毎日繰り返して練習するんだね。またお礼にどっかの峰から霊装を持ってきてあげるからね。高く売れるよ。はあ、2年前に白金霊大根で儲けた金が残ってればな。あれだけの大金全部使っちゃったの？今じゃ旅館の赤字を君にもらう霊装の売り上げで穴埋めするぐらいになっちゃったし、まあいいけどね、お金なんて。とにかく頑張って練習してね。習得したら豚足の煮込みをご馳走してやるよ。あ、そうそう、帰る前に今後の練習相手を紹介しておくよ。いつもありがとね。勉強、体作り、武法の修練、トライアスロンのような日々を送り早2ヶ月。何このラブいオーラは。お？やったっす。あやお姉様すごいっす。文法隅に置けないやつ。次は文ちゃんの番よ。ボクシン頑張るっす。文ちゃん？デブ。お見事っす。あ、いらっしゃい。星を眺めるパイ10個できてるわ。今持ってきますね。星を眺めるパイを10個って誰が？ここの料理のファンがいてさ。いや、作ってるシェフのファンだったかな。ライバル出現っすか？よし、食ったところで始めるぞ。せーの。残念でした。なんでそんな真面目な顔してる？一体どうしたって言うんだ今日は。何？禁断妖術？嘘だ。こいつ本読めるの？しかもエロ小説じゃなくて修行の古典？本物？まどろみに
星雲砲試練、霊剣山で待ってるぜ。待て。よし食え。種目なんていないような落書きの未来図を描いて、迷ったってないだって終わるのだと君は笑った。もし明日が手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くか見たいんだ。涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ。7つの色で空を描こう。名前も知らない明日の足音を聞いて。だから無双校には金鉱の類の技がない。私が教えるのは属性の金鉱武法だから大したもんじゃないけどさ。でも五剣飛行は蓄機器に入ってから身につける技だけど、これから教える技は蓄機器まで十分使えるからちょうどいいだろ。武法の名は天使砲。これによって身軽に登ったり走ったりすることができるだけじゃなく、近距離戦の中相手につきまとい俊敏さで勝つことができる。天使砲は変化が非常に複雑で優れたバランスと柔軟性が必要とされる。だがオーリクは生まれついての高い能力と2年間の長距離走で作られた基礎を持っている。いいね。たった1日だけでもう随分できてる。あとは毎日繰り返して練習するんだね。またお礼にどっかの峰から霊装を持ってきてあげるからね。高く売れるよ。2年前に白金霊大根で儲けた金が残ってればな。あれだけの大金全部使っちゃったの？今じゃ旅館の赤字を君にもらう霊装の売り上げで穴埋めするぐらいになっちゃったし、まあいいけどね、お金なんて。とにかく頑張って練習してね。習得したら豚足の煮込みをご馳走してやるよ。あ、そうそう、帰る前に今後の練習相手を紹介しておくよ。せーの。残念でした。お前の無双剣骨はそろそろ第8段階に入る。ここからはワッチの法力と弾薬の力で一気に突破できる。だが弾薬の材料は朱化。朱化？東運動の薬草の授業で聞いたことあるだろ？それって蓄機器に入ってから使う弾薬の材料だろ？単体機の俺が使っていいの？大丈夫だ。だが問題はお金があっても買えないことだ。星雲峰にだけ生えているのだが、そこは門派の管理する戦略的備蓄用地で家元ですら自由に出入りすることができない。でも境地の低い弟子は例外だ。もう分かったろ？7日後の星雲峰試練に参加したい。星雲峰試練、本気ですか？もちろん。俺みたいな天才でもたまには集団活動に参加して同門の連中とコミュニケーションを取ったりする必要があるんだよ。ポイントはそこじゃないよ。試練に参加するのは最低限でも連機器、
その下の単体機で参加するなんてありえないよ。しかも単体2品レベル低すぎ。確かに俺はかっこいいけどいくら神殿弟子とは言っても身分から言うと僕より上だからレベル低すぎて連れていけないとは言いづらいな。もうめんどくさい。参加者は連機8屈品のもので、その面倒を見る者はリーダーの僕を含めて2人、いずれも連機6品でその2人で4人を見るので。それは大変そうだな。俺も手伝ってやるよ。適当なこと言うな。君が一番足引っ張りそうで怖いよ。俺みたいな天才がこんなちっぽけな試練に参加する理由は一つ。なぜ例外かというと、境地の低いものを少しでも励まそうとする心遣いだ。それによって頑張り自分の限界を打破することを望んでいる。とはいえ境地の低いものが簡単に取れるものではない。だが正当な理由でワッチが召喚されれば。今足りないのは時間のみ。7日後の試練は俺のショータイムにしようぜ。護身用の武器？ああ、確か君にちょうどいいのがあったはず。どこだったかな。あったあった。霊剣派の弟子なら剣は定番だよ。この守備難剣を貸してあげるよ。さすがおかみさん、気前がいい。ついでに剣法も教えてやるよ。ますますありがたい。君なら7日の準備期間で十分習得できる。オーリク？一応神殿でして自分より身分が高いので断るのがちょっと。好きにさせろ。でも龍拳長老、彼が行きたいなら好きにさせろ。君は他の者の面倒をちゃんと見ればいい。彼のことは放っておきなさい。はい。面白い剣だね。西医人の使う剣によく似てるって言われてる。今度あのシェフに聞いてみよう。君に教えるのは十運剣。この剣法は君のゲイトモ君と深い関係があるよ。カイちゃん？十運剣は雲体帝国で剣術のレベルの高い皇室メンバーによって作られた剣法だ。その特徴は強い防御力と柔軟性。雲体特産の軟剣を加えたらすごい防御力になるよ。2年前の商戦大会、氷風谷で戦うゲイトモ君の腕前を覗かせてもらった。その時彼の繰り出した十運剣は相当うまかった。大したもんだわ。ブリザードマンモスに多少なりとも対抗できたけど、やっぱり属性武術だから無双鋼とは比べ物にならないんだよね。シカを手に入れ次のステップへと入った時、おかみさんがベタ褒めする無双鋼が神の後方かそれともダメ後方か明らかになる。野草や木の実を取ったり、なんかピクニックみたいで楽しそうですね。違うっす、試練っす。何が起こるかいろいろ不安っす。例えばお弁当は出るのかなとか。それじゃあ私が皆様のお弁当を作りましょうか。新メニューで。いや大丈夫っす。いろいろ規則があるっすから。そうですか。別の意味で試練が追加されるところだったっす。龍拳長老と王部長老が仲悪いとは聞いていたけど、まさか弟子にまで無情だとは。商戦大会ではあんなにかっこよかったのに、2年間の無双法暮らしで頭おかしくなったか。はいどうぞ。カウン長老、何か問題事でも？問題っちゅうか、うちのゼミに来てる3人組がね、もう全然単位取れてなくてさ、このままじゃ外門弟子を剥奪されちゃいそうなのよ。はあ。そこで今度の星雲法試練に参加させて少し単位取らせようと思ってさ。カウン長老の頼みですが、これ以上人数増えると面倒を見る者が。それなら大丈夫。その3人用に1人面倒見る人用意したから。それなら。7日後の試練どうなるんだろう。ちょっと怖いかも。遅くなりました。カウン長老に頼まれ私が面倒を見る3人です。ようです。ソンです。エンと申します。まだ1人来てないけど、待つ間自己紹介しとくか。そうだな。みんな集まってくれ。
今回の試練のリーダーガクウンと言います。皆さんより何年か前に入門し、今のレベルは連期6品。私は角栄、ガクウンと同じ年に入門した、同じく連期6品。主神です。僕ち文法って言うっす。学慶陽です。文イと申します。君たちあまり見かけないけど。文法さんたちと同じ年に入門した外門弟子です。ああ、それで。キャーかわいい。君は見たことない服だな。王中と申します。これは洗いすぎて変色してしまいまして。靴は間違って女性用が配給されたんですが、履き心地がいいのでこのまま使わせてもらっています。まあ不便でないのなら構わないが、服は正しいものに変えてもらいなさい。はい。バカ野郎、服は自分で染め直したんだ。他の奴らと同じじゃ目立たねえじゃねえか。それでなくても野郎は赤と白で目立ち上がるし、負けらんねえんだよ。よう王中、久しぶり。坊ちゃま。遅いですよ。悪い、山で熊とウォーミングアップしてきたんでね。熊？全員揃ったようなので、これより出発します。僕は先頭で道を案内して、角栄は一番後ろで皆に目を配っているから、他の人はレベルの高い順に並んで。俺一番前。あの神殿大丈夫なのか？言い出したら聞かないんだよ。では皆さん、しっかりついてきてください。これは霊剣派の先祖が奥義を使い、空間の一部を切り取りつなげたもので、王陸が使っている宿地陣はこれのミニチュア版である。弟子たちの試練の場として使われるところでは、主に希少な植物の栽培や低レベルのモンスターを育てている。さあ着きましたよ。今回の試練は5日間のプログラムだ。コースは暴月国を通って清流峡へ入り、蓮華地から戻る。その間薬草の採取は自由。ここには砲術禁制があり安全ではあるが、何年かに一度死傷者が出るような事故がある。皆さん必ず僕と角栄の指示に従ってください。さあ行きましょう。生き返るでござる。それ、なんじゃねあれは。手紙だと思ってくだされ。わしらはこの先北へ向かうでな。お主とはここまでじゃ。ここまでいろいろお世話いただき感謝でござる。良い旅を。薬草を採取する余裕なんてどこにある？リーダーについていくだけで精一杯だわ。なんてスピード出しやがる。ずっとこのペースで行くのか。勘弁しろよ。こっちは好きでやってんじゃねえんだよ。やっぱり新人だな。この程度で息が乱れるとは。オーリク、僕のスピードについてこられるなんて、神殿は伊達じゃないってことか。あとどのくらいかかりますか？どうした、もう疲れたのか？じゃあちょっと休憩しよう。
まあ所詮新人だから修行が足りない分実力の3割ですら出せていないか。しかしカウン長老にねじ込まれたというこの3人、ひどいな。さっきの話だと暴月国を通って清流峡に着くまで3日以内って計算してる？ええ、そうですが。こんなちんたらしたスピードじゃ3日間でつけないぜ。まあつけなくはないけど、睡眠や休息を取らずに走りっぱなしならね。もちろん皆のレベルだと連日休まずというのは無理です。時間を稼ぐにはスピードを上げるしかない。1日で清流峡までたどり着く自信があるなら2日間遊んでも構わないぞ。元気が戻ったみたいだね。スピードアップするよ。前よりさらに速くなってる。リーダーのガクーンは連機6匹、同じ連機機なのにこんなに差があるのか。さっきまでぐったりしてたのにまたやる気を出したか。極限を突破して修行の成果を十分に発揮できれば自分の実力も上がる。それが試練の目的。家元、こちらでしたか。七長老より便りが届きました。あと1月ほどで到着するとのことです。諸国を巡ってきた旅の土産話が楽しみだな。そうですな。わしとしても星雲峰の管理を託されたが無事に返すことができる。あれ、最近星雲峰に関して不安になるようなキーワードを聞いたような。なんだっけ。みんなよく頑張った。休みを取りましょう。このスピードを維持していけば予定通り進めそうだ。リーダー、そろそろお昼っすけどご飯はどうするっすか？ここにはいろいろな果物や野菜が豊富にあります。お腹いっぱいになるまで好きに食べていいよ。関消化見つけたっす。話は最後まで聞くように。果物などの種類が多いゆえ皆にとってここは初めての場所。全体の1割知っていれば大したものです。腹ごしらえできるかどうかは薬草学の成績次第ということです。今取ったのは赤消化ではなく赤経過だ。食べるには3つほどの加工が必要だ。ちなみに皆さんの薬草学の成績は？僕ちん初級薬草学 C プラスっす。初級薬草学の B です。私は初級薬草学 A です。初級薬草学 C マイナス。仲間がいた。俺たち3人とも初級薬草学 C マイナスです。中級薬草学 A。 中級の A？ すごいね君。僕の2年目の時よりずっといいよ。そんな大したことじゃ。初級 C マイナスよりは。ほら遠慮しないで。これ全部食べられる上に美味しいものを選んできたよ。そんなことできるんすか？プロ級薬草学 A プラスにとっては造作のないこと。プロ級 ?2 年で？それ以上聞くな。プロ級ぐらいで驚かれちゃ冗談にもなんねえよ。ぐらいって。お茶を飲む程度の時間でちょいと点数稼いだらいつの間にやらってやつさ。あと差異通用語一つでプロ級の A プラスは6つになる。この後試験受けて合格すれば博学の称号を手にすることになる。噂になってる天才神殿ってもしかして？天才って大げさだよ。ただの勉強達人さ。実はこの2年間門派の掟に束縛されない神殿弟子として
毎日長距離走と薬風呂以外に全くやることがなかったため、勉強で時間を潰すしかなかったのである。いただきます。さあ君たちも遠慮しないで。ありがとうございます。ありがとうございます。おうちゅう、お前いつからそんなに大食いになったんだ？なんだよ、遠慮なんかしないぜ。施し物を喜んで食ってんじゃねえよ。いや、今言ったの俺じゃないし。おお、陸貴様か。俺の女の子人気が下がったらお前のせいだからな。ざまあ見ろ。やっぱ肉がないと腹いっぱいにはなんないっす。俺が狩りに行ってやるよ。本当っすか？この山にはたくさんの動物やモンスターなんかもいるだろう。待ってください。この山の動物やモンスターは勝手に食べられないんですよ。それって鑑賞用ってこと？ここは星雲峰ですよ。2級のモンスターなど普通にその辺をうろちょろしてます。2級のモンスターと聞いても冷静とは。さすが神殿。ごめん、九州のモンスター生態学は単位少ないから受けなかった。2級モンスターってどんなレベル？受けなかった？勉強達人はそれでいいの？2級モンスターの実力は単体の頂点から連機の一品くらいまでです。我々のチームのレベルとそんなに変わらないけど、 2,3 匹一気に来たらもう戦う術がなく僕の援護のもとに逃げるしかないのですよ。なんか来たぞ。ガクン、何かが近づいてる。私が仕込んだトラップ龍雲子に何度となく引っかかってきたけど、反応はそんなに強くない。大型のモンスターじゃないと思う。だが気をつけないと試練には生じなし。おいおい、そんなに急いで砲術を出したら余計目立つじゃないか。みんな慌てるな。この俺様が守ってやるから。オーブ疾走す。霊剣山で待ってるぜ。さあ君たちも遠慮しないで。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか来たぞ。ガクン、何かが近づいてる。私が仕込んだトラップ龍雲子に何度となく引っかかってきたけど、反応はそんなに強くない。大型のモンスターじゃないと思う。だが気をつけないと試練には生じなし。おいおい、そんなに急いで砲術を出したら余計目立つじゃないか。みんな慌てるな。この俺様が守ってやるから。
なんていないような落書きの未来図を描いて迷ったってないだって終わるのだと君は笑ったもし明日が手つかずの白いキャンバスというなら何色か輝くか見たいんだ涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ7つの色で空を描こう名前も知らない明日の足音を聞いて貴様が相手か。おかみさん直伝の10運剣受けてみるか。暴月湖1級4品人に懐きやすく攻撃性なし喜ぶと目が赤くなり牙をむきます主にペット用です。もういいでしょう。試練には生じなしって言ったのは誰？いや、こいつ見た目可愛いけど殺気を隠してるだけかもしれない。同情は禁物だよ。もう危険はないから休憩を続けてください。新メニュー作らないとダメかしら。錬金機最初の段階の修士は1日の鍛錬で普段蓄えた潜在能力を発揮することができるようになる。学慶吾はこのわずかな時間で人工術を習得し自分と妹ブーインを守っている。おデブちゃんもある程度俊敏になったし主神も力量のコントロールが上手くなった。王中は期待していなかったが理由は知らんが王陸への対抗心からか成長している。しかしこの3人は心底情けない奴らだな。カウン長老がねじ込んでくるのもわかるか。王陸いつも僕の横にいたのになんだその汗。ちょっとみんなストップ。天才神殿といっても所詮は単体。術で様々なことをコントロールしている修士のスピードにはかなわないよね。規定上試練に参加する者は全て自己責任とはいえ放っておけないから僕らのような者が手助けをするのだが彼は何と言っても神殿自分で責任を取るべきと言ってこのままでは。ガクちゃん今のペースじゃ俺ついていけないかも。だからこういう時はのろまな鳥は先に飛び立つ。ガクちゃんたちが休む時に俺は前に進む。清流峡で待ち合わせしよう。いやそんな無理ですって。大丈夫だ。ブーインの持ってきたモンスター図鑑で勉強した。大丈夫じゃありませんよ。知識こそ力なんて通用しませんからね。僕たちはすでに暴月国に入っているんですよ。各への援護がなければ僕一人では皆の安全は保証できない。単独行動など無駄死にするだけです。安心したまえ。そりゃ王中様何か来るぞガクン。消えんか。ここは俺に任せてください。はあさあ出てこい。この王中様が退治してやる。食木園。あいつらはポケットするな。
私の竜雲師ではこのデカさに対応できない。ガクン、試練は中止だ。僕が食い止める。各兵は皆を連れて逃げろ。暴月国から抜け出せば当日金星がモンスターを寄せつけない。ガクンが時間を稼いでる間に暴月国を抜け出すんだ。みんな人工術を使って。こいつは暴月国。どうする。こんなレベルのモンスターを相手に私一人でみんなを守れるのか。おいお前、そのでかいなりで暴月湖はないだろ。すでにちっこい暴月湖が出てんだよな。紛らわしいから名前を変えろや。下がれオーリ君。ダメだ、間に合わない。みんな私の後ろに集まれ。この魂にまで響いてくる怒号こそ暴月湖の大技だ。我ら連機器の終始でも口実で守られなければ立つことさえできない。こんなもの至近距離で受けたら無事では済まない。オーリ君、なぜ平然と立っていられる。いつまで吠えてるんだ。盛りにはまだ早いぞ。いつまでも吠えてると切っちゃうぞ。うるせえ、まだ吠えるのかこのブラック野郎。もう一回吠えたら前の尻尾も切っちゃうぞ。勝っちゃった。あの距離で怒号を受けただけでなく対峙してしまうとは。いや、それよりなぜ無傷。本当に単体2品なのか。ガクン、大丈夫か。なぜまだここにいる。早く暴月国を抜けないと。ガクン、血を吐くまで仲間を脅かすんじゃねえ。ブサイク野郎、お詫びにあいつらやっつけてこい。まだかな、まだかな。暴月湖の怒号は私も初めてでしたが、術なしではとても。それほどの破壊力なのになぜ王陸神殿には通用しなかったのだろう。もしかしてあの貧乏長老が宝具を与えたのか。いや、おそらく身体能力の差。身体能力。王陸神殿はとんでもない実力の持ち主ではなく、ただ身体能力が我々よりはるかに強いだけなんだ。暴月湖の怒号は我々が砲術を使って防ぐように、武術の達人は体術で防御できるものなんだ。暴月湖にとって相手が悪かった。ガクン、お前の傷は深すぎる。試練は終了して龍拳長老に助けを求めよう。そうだな、頼む。救援の霊符を出したら試練の点数が減るけど、今はそれどころじゃない。ちょっと待って、この霊符対象を変更できる？え？やっと来たか。はーい、リクちゃん久しぶり。わっちに会えなくて寂しかったか。はーい、ご愛談いたします。あ、そういうのいいから。堅苦しいのは嫌いだよ。でもこの数のモンスター相手に負傷者はたった一人ってのは大したもんさね。これも全て王陸神殿のおかげです。君は何年か前に入門したガクンだね。龍拳長老は君のことを称賛していたよ。その言葉通り自分を犠牲にして仲間の撤退を優先させるなんて、リーダーとして素晴らしい勇気だ。龍拳長老と仲が悪く、あまりお会いしたことなかったから、もっと厳しい方かと思っていた。まさか僕のことを褒めてくれるなんて。だが無駄な犠牲は避けてほしかったね。お前はなんで一緒に戦わなかった？これはゲームじゃなく試練だ。生死の境界線をくぐり抜けてこそ意味がある。わっちたちの時代100人くらいいたけど、最後まで残ったのは普段いい加減な師匠がまともなこと言ってると調子狂うぜ。一人一本危険を持ったね。目的地は仕込んである。思想法だ。表明法ではないのですか？ちょっと時間稼ぎ。王部長老は行かないのですか？との暴月国にこれほどのモンスターが集まっているということは、
この辺りの砲術禁制に何かトラブルが生じているのかもしれない。今後の試練に関わるからな。オーリクと2人で原因を調べてみようと思う。それでしたらぜひともお願いいたします。本当に信じた。ガクーンみたいな真面目野郎を平気で騙すなんてちょっと気が重いな。とりあえず帰ったら言い訳を考えといた方がいいぞ。もちろんチランプにするぜ。さあ出発。いざって時はこいつに脅迫されたことにしよう。強盗だ。わっちは禁断新人だぜ。さっさと脅き。千年獅子霊士やら100年習い僧やら全部渡しやがるわ。いや大量。ここは100年に1回入れるかどうかってところだからね。全部取らないと他の人に取られちゃうさね。なんて底知れないゲス野郎なんだ。何？家元並びに各長老のみんなへ、わっちは罪を犯した。一夜の懺悔を通しわっちの罪の深さを認識したさね。これからわっちは九州を巡り善行を積み犯した罪を償う。それまで探さないでおくれ。まったく大部のやつ。商戦大会に続きまたしても前代未聞なことをやらかしたものだ。天剣道の長老が霊装を根こそぎ持ち逃げするなど、誰かに話してもにわかには信じてもらえないだろう。七長老が諸国を回る修行の旅に出るとき、わしを信用して星雲砲を託したのに、わしの弟子が放った霊符のせいであの卑怯者に隙を与えてしまった。七長老に合わせる顔がない。どうしたらいいか。ここまでの事態になった以上、七長老にきちんと説明するしかない。それは大変でしたね。でもオーリクさんのおかげでみんな無事に帰ってこれたっす。あらダメじゃない。大切な剣なのでしょ。そうなんすけどボクチン全然上達しないんす。剣術は日々の鍛錬が大事。そうなんすよね。綺麗にしてきてあげる。このままじゃ剣がかわいそうだわ。王部長老をあまり責めないでくだされ。同門のやったことですし、霊装なども必要だから持って行ったのでござろう。おいは気にしないでござるよ。七長老は本当にいい人だな。まあ大罪というほどではないしな。暴月湖の怒号は我々が砲術を使って防ぐように、武術の達人は体術で防御できるものなんだ。王部は懺悔書を残した後、本当に霊剣山から出てしまった。善行を積むと言いつつ、きっとどこかで薬草の精錬や商売をしているのをオーリクはよく知っている。山を出る前、オーリクに無双層骨端を残し、しばらくの間は弾薬の心配はいらない。次の段階の無双剣骨の修行法もオーリクが自分でできるように写しを残していった。外出してるのか。時間が時間だ。まだ寝ているのでは。起きてるよ。こんな朝っぱらからなんのよ。レディーの前でなんとハレンチな。貴様には羞恥心というものがないのか。朝早くからお邪魔します。寝ずに山登ってきたの？おはようが言いたくて来たわけじゃないよね。お礼を言いに来ました。ここ数日の間治療に専念していまして、傷も癒えたので早速皆を連れてまいりました。本当にありがとうございました。礼も聞いたし、もういいよ。
なんか謝礼があるならそこら辺に置いといて。じゃバイバイ。なんだその態度は。私たちは誠心誠意礼を言いに来ただけだ。お前ほど傲慢な神殿は見たこともないぞ。傲慢じゃない。スーパー薬風呂の途中だったから早く戻りたいだけだ。とりあえずお礼としてお受け取りください。クソデブ！ちょっと話があるっす。何？言ってみ。僕ちと一緒に。ひどい。やっぱり体だけが目当てだったのね。違うっす。オーリクさんに剣の指導をしてもらいたいっす。はあ？なんで俺が？龍拳長老の教え方下手なの？長老自ら候補を教えるのはめったにないっす。だから他の先生が教えてくれるんすけど、僕ち鈍いからなかなか要領をつかめなくて。先生でも教えられないのに単体二品の俺に何ができる？違うっす。単体二品で暴月湖を倒せるということはレベルの問題じゃないっす。本物だからできるんす。見る目あるじゃんクソデブ。教えてやってもいいけど一つ条件がある。教えてもらえるんなら何だって受け入れるっす。俺を師匠として敬いなさい。礼儀作法はいらないよ。俺の話には絶対に服従すること。もちろんっす。よし、東運動裏の演舞場で修行開始だ。もういいよ。それ以上やっても時間の無駄。でもいっぱい練習しろって言われて。師匠の話に従う。もう忘れた？いえ。全力を出して俺と少し手合わせをしてくれ。お手柔らかにっす。なぜ負けたか理解してるか？大陸兄さんの剣法がすごくて僕ちんは足元にも及ばないからっす。すごい？ただの属性武術だぞ。お前が使っているのは玄鉄剣法。霊剣派の正当な剣法だ。レベルの違いは一目瞭然だろう。でもそれは大陸兄さんの身体能力が高いから属性武術でも。連気屈品のお前より単体二品の俺の方がレベルが上だっての？玄鉄剣法といい全てお前の方が有利なのになんで負けたと思う？なんですか？お前がただのゴミクズだからだよ。お前みたいな何の取り柄もないクソデブを内門に入れるなんて霊剣派の長老たちも焼きが回っちまったんじゃねえのか？つまりお前の存在がモンパの足を引っ張ってんだよ。僕ちはお前みたいなクソデブを生んでしまったやつもろくなもんじゃないか。親父はソーラン国の皇帝の教師だっけか？こんなクソデブを育てた親父もろくなもんじゃねえ。お父様を侮辱するな！なんでこんな威力が？まさかオーリク兄さんはわざと。でもなんです？なんでってこっちが聞きてえよ。なんで2年経っても気づかないんだ。戦士ってのは怒りが必要なんだよ。怒りっすか？さっきの攻撃を無理やり受けた右手が痺れてるけど、1回の呼吸で振動の余波が体から全部消えた。これが無双剣骨か。オーブの残した写本によると、無双剣骨は第8段階になると全身の骨を重く叩く必要があると示されている。しかも死に至るほどの力で全身くまなくとどまることのない衝撃を与え続けなければならない。デブ、クソデブの狂気をまとったような攻撃がぴったりなのである。今のが玄鉄剣法の本当の力っすか？当たり前だ。霊剣派は剣って名乗ってるから剣法はお箱。でも今の振りの感覚はもう出せないっす。
怒りが尽きたからね。終始の感情も力だよ。だから修法は終身とも言える。終身というのは自分の感情を自由にコントロールし力に転化することだ。大陸兄さんは本当に博学多才っす。何でも知ってるっすね。表明法には表明先進という信仰があるんだろう。ちゃんと勉強しなさい。じゃもう一回やるぞ。大陸兄さんの意図が分かったからもういくら叱られても怒れないっす。それは簡単だ。変態じゃなければ普通に怒らせる方法がある。殴る。ギャオ無双剣骨のひらめき、霊剣山で待ってるぜ。今のが玄鉄拳法の本当の力っすか？当たり前だ。霊剣派は剣って名乗ってるから拳法はお箱。でも今の振りの感覚はもう出せないっす。怒りが尽きたからね。終始の感情も力だよ。だから修法は終身とも言える。終身というのは自分の感情を自由にコントロールし力に転化することだ。大陸兄さんは本当に博学多才っす。何でも知ってるっすね。表明法には表明先進という信仰があるんだろう。ちゃんと勉強しなさい。じゃもう一回やるぞ。大陸兄さんの意図が分かったからもういくら叱られても怒れないっす。それは簡単だ。変態じゃなければ普通に怒らせる方法がある。殴る。主役なんていないような落書きの未来図を描いて迷ったってないだって終わるのだと君は笑ったもし明日が手つかずの白いキャンバスというなら何色か輝くか見たいんだ。涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ。7つの色で空を描こう。名前も知らない明日の足音を聞いて今日一日ですごい収穫っす。
このデブの爆発力は想像以上だ。たった数時間の間に原鉄拳法を20回以上完璧に出せた。そのうちの1回はわざと攻撃を受けてみた。結果は信じられないほどの痛み、全身の骨が柔らかくされたみたいだ。それと同時に体内の無双総骨端も十分に力を発揮し、骨髄まで浸透しているように感じる。次に感じたのは骨髄から発した清涼感。衝撃を受けた後に体がよりたくましくなった。無双剣骨の第8段階の進行を確実に感じている。これが師匠が言ってた高度ってやつか。レディーの寝姿を覗くようなハレンチ野郎になり下がったか。師匠から内視法を学べば自分の修行成果を見ることができるって。スルーかよ。内視法は洗脳の方法じゃないから、属性武術の人に学んでも大丈夫でしょ。分かったよ、見てやる。君の空霊魂がどんな働きをするようになったのか興味あるし。今内気を君の体に送ってやった。それを体内に循環させて各ツボに刺激を与える。私のリズムに乗って呼吸してみて。何か見えるかい？道。すごい数の道。どこに向かってる？どこまでも遠く。その先は暗くて見えない。その道の一つ一つが君の体内の経脈だ。これが？最初のうちはそんな遠くまでは見えないよ。一本の道に沿って歩いてみたけど、分岐が多すぎてどうしても元に戻ってしまう。すべて薬風呂のおかげだよ。2年前だったらその道は一本もなかっただろうね。経脈が通るようになったから気が体内に支障なく回る。なるほど、これが内視法。疲れた？まだ1回目だから長く続けられないわ。精神的な消耗だからね。わかるわかる。1回目は時間短くても仕方がない。次に期待してくれ。何の話だ！あっという間に一月が過ぎた。デブの原鉄拳法はだいぶ上達している。俺の重運剣で相手をするのはそろそろ限界だ。でもこいつのおかげで俺の修行もすごく順調に進んでる。間に合わん。両手が折れるまで稽古したなんてただのド M だよね。何嬉しそうに笑ってんの？骨が粉々にまでなったからこそ総骨端が効果を発揮できるってこと。本当にド M にふさわしい工法だね。その新しいバージョンの無双剣骨は。でもド S の大ブラシっちゃらしいか。そうだ、内視してみようか。あれから一月経ってるし、君の内視法も上達してもっと他のものも見えるようになってるはず。道の果ては何十、いや何百本もの刃みたいな柱がまっすぐ天まで届く勢いでそびえている。そのうち何本かが金色の光がひらめいたりしている。その柱は君の骨だよ。骨がひらめいてるってことはおそらく修行の成果が出てるってこと。なるほど。師匠の写本に全身200本もの骨が全部輝いている時こそ第8段階の終結に向かう時って書いてある。はあ、第8段階を突破したら陰気入隊を始められるんだっけ。君の空霊魂もいよいよ無双剣骨に降伏ってことか。そう簡単に言うなよ。
ひらめいたっつったって4、5分だけだぜ。つまんない。もっと面白いものが見れると思ったのに。確かに最近の修行は単調でちょっとつまんないな。あ、そうだ、面白い暇つぶしの場所を思いついた。のれんわけ？2年間身を粉にして働いた。でもこのままじゃいつまでたっても一旗あげられない。終戦の道を諦めたオイラたちには店を持って一国一城の主になるしか里へ錦を飾れないんだ。お願いしますおかみさん。オーリク兄さん、今日も怒りの修行頑張れっすよ。そうせくな。先にうまい飯でも食いに行こう。あやさんとこ今日はお休みっすよ。うまい飯って言ってんだろ。商用法の外門弟子食堂っすか？商用法になんかうまいもんねえだろ。山を降りるぞ。山を降りる？ふもとにうまい食堂なんかあったっすか？ふもとまである女の子に会いに行くぞ。女の子？僕ちをどこに連れてかしたか？僕ちまだ14歳なのに大丈夫かな？二度とこのぼったくりの店には入りたくない！ジタバタすんじゃねえよクソデブ。おかみさん。休み？騒がしいな。しばらく店は休みだよ。やあら、食材持参か？こないだ連れて行きたいところがあるって言ったでしょ。食事しながら相談したいんだけど。麺だけ？肉は？休業中だから材料がないんだよ。嫌なら帰りな。で、何の相談だっけ？修行の成果を試すには一番の方法が試練だ。そこでもう一度星雲峰に行こうと思う。リーダーは誰に頼むんすか？リーダーはいらない。この3人で行く。チャレンジモードにして不可能なミッションをクリアする。そしたらチャレンジポイントがいっぱいつくよ。でも無駄死にはしたくないっすよ。そういや、この間ガク姉妹に会った時、2人とも可愛いから恋人いるのって聞いたら、極限にチャレンジして自己を突破するたくましい人が好き。私はそれと面白い人が好き。僕ちん、これから極限にチャレンジして自己突破するっす。ムーン様素敵。あんたらノリノリだけど、私には何のメリットもないじゃん。チャレンジポイントなんか使えないし。第一店ほっとけな。しばらく休業じゃなかったっけ？この間行った時、結構取り残した霊草や霊薬の実があるよ。10本でも取れたら1年は店休んでも大丈夫。よし、君の誠意に感動した。早速行きましょう。何をやったらあんなことになるんじゃ。演武場使えなくなっちゃったっす。あれ？桃源郷がなくなってるっす。剣の修行にいいだろう。いや、そこスルーっすか？よし、君の誠意に感動した。早速行きましょう。目つきバレバレっす。よし、メンバーはこれで決定。1週間後に決行だ。1週間後？すぐじゃなくて？俺の剣骨は第8段階の最後の関門に来てるんだけど、万が一のことを考えて1週間かけて確実に突破してから行きたいんだ。誤報？師匠の話によると、最後の関門を突破した時体に劇的な変化が起こるから、それを強大な内気で抑える人間が必要だって。それで私に誤報を。そういうこと。また女華旅館にお世話になりますよ。私もこの新バージョンの無双剣骨がどれだけすごいか知りたい。ぜひとも協力させて。でも泊まるのはいいけど。けど毎度寝込みを襲いに来るな。次の5日間、オーリクは女華旅館の VIP ルームに泊まり込み、丹薬を飲み、気を整え、最後の関門突破に向けた生活を過ごした。200本もの骨はもう全部輝き始めてる。
次は息を整えて同じリズムでひらめかせるだけ。答えはその後に出てくる。200本もの骨を同時に調整するのは結構難しいから、どれくらいかかるのかわからないけど、やってみるしかない。オリク！暗闇の中心に新しい光源が現れた。200本もの柱を同じタイミングでひらめかせた瞬間、新たな骨が急に出てきた。強い光で暗闇を明るくしている。この剣骨の光はまるで生まれたばかりの生命が呼吸しているようだ。わかった。こいつは突然出てきたわけじゃない。同じタイミングでひらめかせて俺が生み出した剣骨だ。痛い。こいつがひらめくたびに激痛が襲ってくる。今までの修行全ての痛みを超えるほどの。この剣骨は生まれついての王様のように、現れた瞬間から他の剣骨を強制的に自分と同じタイミングでひらめかせている。しかもこいつは俺の体を乗っ取ろうとしている。大丈夫？反乱を収めてくれてありがとう。勲章と爵位を授けよう。その頑丈さも2年間の薬風呂効果なんだろうね。チャレンジモード？リーダーなし？ふざけないで。あんた自分を何様だと思ってるの？はあ？プロフィールにちゃんと書いてあるんだけど、オーリク無双法神殿。知ってるわよ。2年前に奇跡のように入門した神殿。けどルールはルール。リーダーがいないと書類不備とかになるから認めるわけにはいかないわ。ここは霊地法。神殿の身分がここで通用すると思わないで。そう熱くならないでよ。神殿の身分でどうこうするつもりはないよ。じゃあリーダーは俺でいいじゃん。あとはここにハンコを押せば。リーダーは連期6品が最低条件だって霊剣派の試練管理条例にはっきり書いてあるわ。あとまだ単体で陰気入隊すら行ってないでしょ。あら、管理条例は意外と覚えてるね。けどお前の目の前に立ってるのは霊剣派の勉強達人だぞ。霊剣派試練管理条例第3条第14条第3列。申込人がチャレンジモードを申請する場合はリーダーの資料を提出しなくて OK。 無意味よ。値とルールを口論するなんて100年早いわ。チャレンジモードを申請する場合は門下の同種以上の許可が必要となるのよ。天剣道五長老の印鑑だ。さっさと降参しろ。そんなバカな。家元が常にメガネをかけ忘れるように、うちの師匠も印鑑を家にほったらかしてるんだ。長老の名で脅かす気ね。そうだよ。文句あったら言ってみんさい。さっさとハンコを押しときゃこんな目に遭わなかったのに。この申請書に参加者の名前を書けば法術禁制地区を越えて直に山に入ることができる。やばい、結構重要なことをずっと気づいてなかった。おかみさんの名前を知らない。この2年の間いろいろ教えてもらったりしてるのに一度も名前で呼んだことない。友達失格だな。師匠は確かレイちゃんと呼んでたけど、これあだ名だよな。ま、これを機に名前を聞くか。あ、来た来た。よっ、もう遅いよ。早く山に入りたくてうずうずしてんだから。一般人なのに霊剣山に出入り自由っておかみさん絶対ただものじゃない。入る前に一つ、これは霊地方天釈堂が発行した入山許可証。
参加者の名前を書く必要がある。名字と名前を両方書かないとダメなんだ。例でいいよ。例だけ？名字は？ない。すごいでしょ。間違いない。これ精神史だから本名を書かないと無効になるぞ。安心しな。誰かさんの師匠と違って私は嘘つかないから。おかみさん、そのペットみたいな名前は武術の達人にふさわしくないよ。いっそ俺の名字をあげるから王奨励にしない？もう3年か。七長老、今回の旅の収穫は結構豊富なようだな。一段と成長を遂げたことだろう。単に東雲の術から見ても大物の素質が見えていたが、今はおそらく元芸の頂上まで行っているだろう。七長老の素質を見て今日の大成したことを100年前には誰も想像がつかなかった。確かに100年前家元以外誰も期待していなかった。完全な予想外でしたな。私だって半信半疑だった。七長老の未来を本当に信じていたのは王武ただ一人。七長老、長旅ご苦労だった。家元、龍賢長老に宝覚長老まで。お三方がここで追いを待ってるとは恐縮すぎるでござる。他の長老たちも一緒に来るべきだったが、あいにくと用事で出かけていてな。とんでもないでござる。カウン長老が宴の準備をしている。おいは安心してくれ。あなたの要望通り派手にはしないから。今回経験したことをいっぱい聞かせてくれ。そうだ、サイや通りも言ったでしょ。家族に会えた？でも覚悟はできてた。あんな小さな部族で50年以上生きることは難しいでござる。でも同じ部族の人たちにたくさんあったでござる。貧乏かつ辛い環境の中でなんとか生き延びてる。全ての人が甥のように王武長老や皆さんと出会えるような幸運に恵まれているわけではないでござる。いや、こんな話はもうやめるでござる。そうだ、星雲峰の金ポーズを返そう。あなたに託されたのにきちんと管理しきれなくて面目ない。王武長老のことでござるが、そのことはもう気にしないでくだされ。星雲峰の金星を超えた者がいるでござる。レイ、なぜそこにいる？しかも王陸と一緒。王陸のやつ。王陸？あの天才神殿？まだ何もしてないでござる。七長老は知らないだろうが、ここ何年私の精神大演術は未来のことが見えるようになったが、この混乱メガネをかけないと見えるのはいろんな可能性でできた幻影だ。可能性がありすぎてどれが起こるか私にもわからない。さっき見えたのはレイが山に入ってから起きることだった。なぜそのような不可解な工法を？七長老、よく考えて。家元がその工法を完成させた時、もし誰かと戦うことになったらあらかじめ対策を練られるということだ。それって無敵でござる。本物の仙人が来ても全知全能の家元にはかなわないでござるよ。そんな簡単に言わないでくれ。長年修行しているがまだ形すら見えてこない。撃ってください。撃ってきました。撃ってください。まどろみに溺れ
生贄になった少女霊剣山で待ってるぜ。今回の目的はここ。あの金銭石レンジャー？食べるっすか？あいつが守ってる石レンガ見つかった。おかみさんやろう。私の友達を傷つけるところだったぞ。そんなに熱くならなくても俺の無双剣骨なら。甘い。こいつは内胆までできた蛇だ。さっきの放射線は外に発射した短気だよ。連機器、いや蓄機器の収支でもあれはきついだろう。でもおかみさん全然平気っす。やっぱり家元の私生児っていう噂は。クソデブ、口悪くないか。そんなに怒らなくてもいいよ。確かに私家元の娘だ。何そのこんなベタすぎる展開で大丈夫みたいな顔。それならなんで終戦しないで旅館のおかみさんなんすか？俺のセリフ取るな。今から30年前に霊剣派にある危機が訪れた。急に現れた組天子。オープニング始まるよ。ちょっと待って、これから7つの色で空を描こ種目なんていないような落書きの未来図を描いて、迷ったってないだって終わるのだと君は笑った。もし明日が手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くか見たいんだ。涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ。7つの色で空を描こう。名前も知らない明日の足音を聞いて。30年前、突如一匹の組天子が現れた。組天子は太古の時代の伝説の神獣。末法時代以来このような天地を壊滅させるほどの力を持った神獣は現れてはいなかった。だが放置するとその力は終戦の頂上を極めたものと等しいほどに成長し、九州に災いをもたらす。終天聖刀風神院、精神剣典の中でも最も強い砲術の一つである。霊剣派の先祖が太古から受け継いだ工法。1000年にわたって失った部分もあるが、新戦級の砲術に変わりはない。組天子を封じる術はこれを置いて他にはない。しかし家臣境地の家元一人の力で扱える術ではなかった。二人の師弟の協力のもとに1000年受け継いだ雲武大神を利用して地脈の霊気を集め、一つの新光天を作った。この新光天こそ霊剣派の五山大神と総慶宗の地脈の接点を合わせて作られたものである。霊気や法力と関係あるものは全てこの信仰に取り込まれ排除される。総慶宗の地脈と五山大神の力に勝てない限り。だがこの方法は生贄が必要となるため、家元はサイレン法を発動し、ある娘を生贄にして新光天を作り、組天子をこの新光天娘の体に封印した。そう、生贄になった娘こそ私さ。組天子は今でも私の中にいる。だからさっきの赤蓮者の短気を含めてどんな砲術でも私には効かない。その代わり終戦には無縁になってしまって
一生属性武術者のままだ。その危機が訪れたのは30年前だから、あんたも30代のババでもそれってすごい能力じゃないっすか。終戦できない体にされたから家元が嫌いになったの？違う。私が気に入らないのは私に対する後ろめたい態度だ。レイちゃん、今日パパと一緒に寝る？さあ、レース踊りを続けよう。何それ？モンパの緊急収集霊符だ。霊地方にある霊地祭はモンパの上位階級の人たちが食事会などを行う場所である。弟子たちが入ることは許されない。紅白の建物から通称ピンク牢と呼ばれている。ピンク牢の中にいる長老たちと女修士たちの陰微の日々を描いたエロ同人小説が弟子たちの間で爆発的に売れている。さらにペンネームリグ&マイの2人が書いている本の架空の12美女が人気を博している。もしかして同人小説書いてることバレた？家元並びに龍賢長老、宝覚長老、ご拝願の栄に良くする次第で。すみませんがどちら様でしょうか？君が知らないのも無理はない。彼は天剣道の七長老、星雲峰の家主だ。3年間外で行脚して今日やっと帰ってきた。すぐ君に会いたいというので呼び寄せたのだ。まさか星雲峰のボス自らクレームしに来た？君がオーリク？2年前奇跡を起こした空霊魂の持ち主。さすが噂通り王部長老とそっくりでござる。失礼な。誰があんな節操なしと似てるよ。さすが王部長老の後継者。天賦の才を感じるでござる。手土産としておいが通り州で千里運送を採集し、そこから生成した幽雲丹だ。二等雲丹の幽雲丹だと？そんな高価なものを初対面の俺に？遠慮はいらないでござる。王部長老の弟子ならおいの弟子でもあるでござるよ。ああ、そうそう、これは王部長老に頼まれた土産でござる。マジかよ。師匠は友達が少ないの代名詞みたいなもんなのに、どこからこんな金持ちの友達が出てきた？七長老、ここは全部身内の人間だからフードを外してもいいんだぞ。ああ、そうでした。旅の間は常に被っていたものでつい。黒長老？確かに色黒だね。王部長老もおいのことを黒鬼って呼んでた。黒長老って呼んでいいよ。ダメだ、あなたは長老だ。いくら弟子のことを可愛がっても礼法を破ってはいけない。宝覚長老の言う通りでござる。九州では遺族収支は珍しくないけど、さすがに黒長老は希少なもの？なんとなく分かってきた。なんで師匠と仲がいいか。師匠は女だから。この黒長老はたくましくてテクニックも半端ないと思うんだ。自己紹介がまだでござったな。肩書きはまず置いといて、おいの名は強姦会。強姦会？黒長老とイチャイチャしたくないけど。オーリク兄さん、赤蓮花を取ってきたよ。マジか。なんなんだその態度。オーリク兄さん、そちらの方は？ああ。七長老、星雲峰の家主？緊張しなくていいでござる。赤蓮花一つぐらいでおいは何も言わないから。取ったからには無駄にしないでね。ああ、そうだ、補助の材料を持ってるから短薬に生成するように手貸してやるよ。価値も10倍以上に跳ね上がるでござるよ。この人親切すぎる。王部長老の広報はよく知ってるよ。写本を読んだが、最新版の無双剣骨は以前よりさらに精妙でござる。今君が修行してるのは蓄危機段階の最高の連帯術だ。いくら最高の広報であっても続きが写本に書いてないんじゃ。
君の進行具合が大部長老の予想より早いのは良いことでござろう。よかったらおいが見てあげようか。見る？どうやって？もちろん君の中に入るよ。おい、やっと本性を表したか。俺の中に入る？いやいや、それは師匠に取っといてください。なんか失礼なこと考えてない？内視法で君の連帯状況を見てみたいだけでござる。内視法のことか。美しい。さすが大部長老が選んだ天才でござる。真ん中のあの太陽みたいに輝いてるのが無双甲骨なのかな。甲骨の導きによって剣骨は天地の霊気を集められる。今君はもう陰気入体の第一段階を超えた。天地の霊気を吸収し金色の液体になっている。そうしたら次は金色の液体を蓄えて王符を作るの？王符を作るまでまだ遠いぞ。次は金色の液体を素材にして本物の剣骨を鍛える。本物の剣骨？今まで鍛えたのは偽物ってこと？偽物ではないけど、考えてごらん。剣の特性には何がある？特性か。鋭い、硬い、純粋ってことは、本当の無双剣骨は剣の全ての特性を備えるべきだ。今の君ができているのはただ硬い表だけ。柔軟かつ純粋な裏はまだまだだ。今のは剣の鞘に過ぎない。新しい弾薬を用意するから、これを飲めば次の修行は倍の成果を上げるでござる。いでよ練炭炉。この練炭炉のデザインは黒長老とよく似合うね。これは大部長老と共同開発した冷炭だ。今のはもう第23版。効果はもちろん大きく改善された。この薬の力は君の剣骨を5段階まで上げられる。つまり地下危機の直前まで達することができる。すげえ効いてくる。一瞬で全身に浸透していく。206本の剣の鞘が一瞬にして変化した。相当鋭い剣気。あの方向は無双法。なぜここまで俺の面倒を？君の面倒を見るように頼まれたから。ちゃんとやらないと怒られる。大部長老はおいにとって一番の恩人でござるよ。恩人？おいは西大陸出身のコンロンド。コンロンドは西医の住民ではなく、西医人によってエンドレス界の対岸から連れてこられた奴隷でござる。九州と西医において社会的地位が全くなかったおいたちを霊剣派の先祖が救い出してくれたでござる。おいは大部長老に見出され終戦の道に入り、おばばという名を捨て強姦界の名をもらったでござる。100年が経ち、おいと同じ時期に救われた仲間たちはもうとっくにこの世を去ったが、おいだけが岩永の境地まで来て、これ全部師匠のおかげでござる。できてる。その顔2人絶対できてる。ご長老がトラブルを起こして大手門派の人に追いかけられてきたそうよ。あなた確かご長老の弟子でしたね。彼女は今天剣堂の長老たちに審問されているわ。その審問で師匠の人格が改められれば霊剣派全体のレベルが上がるんじゃね？あなたはご長老のことを誤解している。私は何度か彼女と会っているが、誠の剣士、鉄の意志と揺るぎない品格の持ち主だ。彼女を信じなさい。ご長老は聖教専門の人を怒らせてしまって、そのことで怒鳴り込まれたらしい。おそらく長老の座を降ろされるかもよ。しかもご長老の収容は一番低い。聞いた話では二長老と三長老はずっとご長老を問い詰めてるらしい。でもご長老はしたたかってことだろ。ただのうぬぼれさ。じゃないと門派の中の存在感が薄いからでしょ。金丹は金丹。岩永の一撃に絶対に耐えられない。しかしご長老のあの性格じゃな。おりくし
よっ、久しぶりだね。君たちも騒ぎを見物に来たの？オーリク神殿はここへ何しに来たのですか？はあ？嫌われ者の師匠のせいで俺まで嫌われ者？いえ、そういうわけではなくて、天剣堂の長老たちが今誰と面会しているか分かっていますか？もしかして師匠の愛人？俺が彼女の隠し子だと勘違いして。さすが王部長老の弟子ですね。で、今回やってきたのは聖教専門の人です。聖教専門？それは万生命で絶対的な親分じゃないか。そんな大物が乗り込んでくるなんて。うちの師匠一体どんなことやらかしちゃったの？で、聖教専門の女に手出しちゃった？あなたの師匠は女ですよ。じゃあその長老の男とできちゃったとか？聖教の長老は男です。ブーインちゃんは本当に無邪気で本当の愛を分かってないね。何ちんぷんかんぷんなこと言ってるんですか？明らかな事実なのに確かめるのにそんなに時間がかかるのですか？そこまでして彼女をかばいたいと。何が明らかな事実か、そちらが一方的に決めることではないでござる。劣等人種は後ろに引っ込んでてもらいたい。でたらめな話を広めてうちの門派の名誉まで傷つけてくれた。でたらめかどうかあんたが一番よく分かってるはずじゃん。あれってことは彼女を最後までかばうつもりなのですか？以上が流れの全部？全部ではないけど、やっぱプライベートのことはちょっと。でもまあ大体そんな感じ。それがもし本当だとしたら、この精神誌に書かれていることは身内の信頼を得ることはできるが、門派以外の人にとっては何の証拠にもならない。あとは家元に決めてもらうしかない。トラブルおめでとう。一日も早く長老の座を譲渡し安らかな日々を送るよ。うるすず。で、一体何があったの？大したことじゃないけど、弾薬を精錬するため山を降りて白月国を通った時に、そこで洗礼教という信仰の門派が結構自由にやってた。そもそもそんなちっぽけな門派の浮き沈みなど全然興味がなかったけど、掲げられた旗印は結構怪しかった。凡人修正。別に珍しくないけど、属性には悪い奴らがいっぱいいるし。今回の洗礼教は最初から白月国の首都で起業して全国展開するつもりのハイエンド路線だ。おかしいな。そんなに大きくない白月国でも首都なら簡単にインチキを見破れる人ぐらいいるだろうに。そこが面白いんだよ。今怒鳴り込んできてる奴らこそ洗礼教を後押ししてる張本人だ。奴らは洗礼教の凡人修正の方法を自ら体験して、そこから利益を得たんだ。白月国の国王に命じられ、ある筑危機頂点の収支を一気に巨炭の境地にまで突破させた。もしかして人工霊魂は本当に効果があったのかと思いきや、よく調べたらすごいものが見つかった。剣眼連結鉱だ。あの命を縮めるという？そう、寿命を力にする魔法。この洗練鏡の使った手口は人工霊魂で一般人の修正の道に誘って、剣眼連結鉱で彼らにレベルを上げるためにエネルギーを提供する。修行者たちは猛スピードで成長している一方で、実は同じスピードで死に向かってるんだ。待って、そんなヤバいものを洗礼教が普及させてたら、とっくに大量の死人が出てんじゃないの？そこが奴らの頭のいいとこさね。調べたら今の粘血鉱は誰かに改良されたもの。変化率がかなり上がったため、一気に修士たちの寿命を絞り尽くさない。最初はただ体がだるい感じがするが、しばらく休んだら回復もできる。しかも境地アップとともに修士の先天の寿命も増えて、消耗の分を補うことができるから何の異常も感じられないわけ。改良されたんだったらいいじゃん。いいわけない。壁にぶつかったら寿命を何年か捨てれば突破できるなんて、それ修行と言えるの？ただの邪道だよ。こんな美味しいことがあったら世の中真面目に修行する人なんていなくなっちまう。
そんな上辺だけの修行は砂の上に作られた城に過ぎない。脆くてすぐに崩れてしまう。見た目は良さそうだけど未来はない。確かに師匠の言う通りだ。でも師匠の性格ならただ嘲笑って済ますと思ってた。その通りさね。白月国のバカ野郎どもが死のうが生きようがわっちとは関係ないもんね。じゃあなんでこんなめんどくさいことになったの？多分場所かな。そこは洗礼教の本部だったわ。そしたら一人の教師と口喧嘩になっちゃってさ、めんどくさいから勝負だって言ったらそいつは同じ金丹だったんだけど、わっちは両手両足微乳も使わずに秒殺。次に退場教主ってやつが出てきてさ、また秒殺。そしたらある聖教の元英長老が騒ぎ出して何よそこ笑うところ？師匠にそんな正義感があったなんて。別に正義感じゃないさね。ただあいつらを嘲笑っただけ。先に行ってるよ。師匠らしくねえな。偏見だよそれ。おかみさん。オーブは身勝手だけど君の師匠だよ。弟子としてよく分かってるはず。オーブが君に教えてる無双剣骨が一流の工法かどうか。はっきり言ってちょっとした連帯の効果だけで最高の防御力をもたらしただろう。霊剣派の黄金世代は100名以上の弟子がいて、最後に生き残ったのはたった10人。オーブはその中の1人。しかも独自の工法でしっかり長老の座についた。オーブの霊魂は異霊魂。君よりも半端者扱いされてきた。でも人一倍努力をしてきたから今がある。修行するために弾薬に莫大なお金がかかるからいつも節約してて、持ってる服も今着てる1着しかない。バカ高い霊酒を飲んでどこが節約なんだよ。それは気を養うための霊酒だよ。げんこつで決着つけるさね。霊剣派 VS 聖教専門。霊剣山で待ってるぜ。明らかな事実なのに確かめるのにそんなに時間がかかるのですか？そこまでして彼女をかばいたいと。何が明らかな事実か。そちらが一方的に決めることではないでござる。劣等人種は後ろに引っ込んでてもらいたい。でたらめな話を広めてうちの門派の名誉まで傷つけてくれた。ネタラメかどうかあんたが一番よく分かってるはずじゃん。あれってことは彼女を最後までかばうつもりなのですか？全部ではないけど、やっぱプライベートのことはちょっと。でもまあ大体そんな感じ。それがもし本当だとしたら、この精神誌に書かれていることは身内の信頼を得ることはできるが、門派以外の人にとっては何の証拠にもならない。あとは家元に決めてもらうしかない。げんこつで決着つけるさね。7つの色で空を描
なんていないような落書きの未来図を描いて迷ったって泣いたって終わるのだと君は笑ったもし明日が手つかずの白いキャンバスというなら何色か輝くか見たいんだ涙で虹がかかるようなこんな世界も今変えてみせるよ7つの色で空を描こう名前も知らない明日の足音を聞いて家元。事の次第はこちらの精神史にしたためてあります。では司法新人に。お前たちあの女を最後までかばうのか。かばう？オーブは何もやましいことをしているようには思えないが、それでもあえてかばう必要があるとお考えか、司法新人。こんなものはお前たちの一方的な言い分ではないか。確かに。だがオーブが君を誹謗中傷したとするのも一方的な言い分ではないですかな。それとも他に明確な証拠をお持ちなのですか。証拠？ふざけるな。天下の正教専門が人を裁くのに証拠なんているものか。万戦命名手、それこそが最も揺るぎのない証拠だ。これさえあれば私はどんなことでも抑え込める。たとえ相手が同じ五大門派の霊剣派だとしても。白月国で傀儡教派を操り属性の政治に干渉したり、一般人を騙して人工霊魂を食わせたりしたのも全ては剣眼年化思考の研究のため。私の収容はいつの間にか眼影4品で止まってしまった。だがここ数十年門派内の後輩たちがどんどん成長してきて恐ろしいほどの脅威を感じた。私の地位が弟子どもに奪われるなど絶対に許されない。だが私の素質では限界に達していて境地の突破は無理だと分かってしまった。そんな時人工霊魂の研究を思いついたのだ。もしこの研究が成果を上げれば私の地位や権力を守ることができる。成功まであと一歩だったのにあの女に台無しにされてしまった。もしこのことがバレたら私は正教専門の名誉を汚した罪に問われる。そうなれば100回死んでも償いきれるものではない。ここは何としてももみ消さなくては。あなたはこれを一切見なかったのになぜ内容がわかるのだ。やはり裏で何かやっているのだろう。見る必要などありません。それは私ではなく君に見せるものです。私は最初からオーブを信じていますからね。天剣道の長老たちも皆彼女を信じていると思いますよ。さすがは家元、おっしゃる通りでござる。オーブは性格悪いけど信頼できるもん。同意します。直すべきところは多いですけどね。我々がオーブと仲が悪いのは皆さん承知でしょうが、今回ばかりは彼女を信じますよ。広角長老はどうですかな。俺も信じる。お前たち正教専門を敵に回す気か。一人の金丹長老のために。司法新人よ、それは直接正教専門に聞くべきだ。まさか君は正教専門が本気で霊剣派に戦いを仕掛けてくるとでも思っているのかね。たった一人の眼影4品のために。お前らこんな無礼を我々正教専門が。面白いね。あんたいくつだい。正教専門って何百年も生きてんのに自分の言葉で物が言えないのかい。何？話は全部聞いたさね。
みんな信じてくれてありがとう。特に風格長老、両親が痛むようなことを無理に言って辛かったでしょうね。さてと、あんたさ、一生モンパの陰でこそこそ生きてくつもり？これはあんたとワッチで起こしたことだから、二人で決着をつけよう。1対1の決闘なんてどう？勝った者は全てを手に入れ、負けた者は全てを失う。こいつはただの金丹頂点。私はその上眼影だ。決闘の時は神魔の束縛をかけるからイカ様はできない。なぜそんなことを仕掛けてくる？もしかしてビビってんの？調子に乗るな！これは霊峰だぞ。レクリー、早く値段を鑑定して。古山剣八品霊峰、総慶州の原点換なら80万、中州だとちょっと下がって60万くらいかと。結構なお宝じゃないか。一瞬で空間を移動させただと？合体機の収支にしかできない大神通のはずなのに、奴は本当に合体のした家臣の境地なのか？ここは霊剣派の敷地内。山の霊気を借りて術を施すので大したことではありませんよ。考えすぎか。雲六天台、霊剣派最高等級の演武場。決闘の最中に生じる衝撃が外の者に被害を及ぼさないよう全て天台に吸収される仕組みである。おい、あれ見ろ。決闘があるみたいだぜ。行こう。あっという間に雲六天台の下には弟子たちが集まり、この金丹と眼影の戦いを見物し始めた。貴様との争いの起因はもうどうだっていい。決闘を受けたからには私が負けたらあの精神誌に書いてあることには反論しない。全て私の罪としよう。だがもし私が勝ったらいいよ、あんたのおもちゃになってやるさね。そんなことは望まん。私と一緒に聖教専門に戻って謝罪してもらおう。聖教専門全員のおもちゃになれってか？古代門派の長老ともあろう者がそんな卑猥なことを言うな。まあ何になってもいいわ、ワッチに勝てたならね。でももしワッチが勝ったらちゃんと罪を認めるさね。それとついでにあんたの持ってるお宝も全部もらうから。よかろう。神魔大聖を立てよう。神魔大聖、それは暗黙の仙道の法則と自身の修養を抵当にし絶対に破ってはいけない誓いを立てること。それは外の力を借りない、相手を殺さない。さあさあお立ち会い。聖教専門は眼影の達人司法新人、かたやいつも頼りない金丹止まりの我が師匠オーブ。どちらが勝つか。さあ張った張った。契約が成立した。始めよう。どこに行った？悪い悪い、下でこの勝負の賭けをオーリックにやらせてるんでね。ちょいと胴元としての指導。賭けだ？霊剣派には決闘に対する尊重心はないのか？つくづくふざけた連中だな。ほう、天台の上に土を作り出したか。さすが聖教専門の先鋒。砲術への造形は深いようだな。司法新人は純粋な土属性の霊魂。同じ土属性の古山剣との相乗効果で雲を一瞬で土にし自分に有利な状況を作り出した。金丹ごときが私に勝てるわけがない。では望み通り先に攻撃してやる。素晴らしい治療神。土石の衝撃力だけでなく大地を振動させて破壊力を倍増させている。眼影の境地でそこまで収容があるとは感心したい。軽く切っ先で触れただけなのに。禁断のオーブ長老が眼影の司法新人の一撃を止めた。あんな鋭いとっさきの上に立つなんて。年取ってる男はやっぱりなえるわ。この石柱は全然ダメさね、司法くん。
もっと男らしく燃焼してみろよ。うちの弟子たちも見てるんだ。岩塩の名が廃るぞ。これがあんたの全力か？私は雲を土に変えるだけでなく、石を金にすることもできる。そして火は金にかなわない。くらえ黄金剣！あら、神出鬼没じゃん。やるね。どうだ、武器もなしにこの私に勝てると思うな。怪我したくなかったらさっさと負けを認めろ。竹剣一本壊したぐらいでそんなに嬉しいのかい？どんだけ喧嘩してないんだ、志保君よ。何？ただの連気砲で作った普通の竹剣だと？私の土属性の砲術を霊砲でも一品宝具でもないただの竹剣で破ったというのか？決闘するときにわざわざ高い霊砲を使うわけないじゃん。あんた程度が相手ならこの竹剣で十分だわ。嘘つけ。貧乏だから高級な装備を買えねえだけじゃん。このオーブという女、本当に金丹境地なのか？この女、戦うことにすごく慣れている。特に防御が優れているようだ。霊砲を手にしてるとはいえ、普段砲術の研究に専念している私は戦うことがあまり得意ではない。だがかといってもう引き返すことはできない。砲術の変化で持久戦に持っていくしかないか。収容の差を見せつけてやる。防御の変換で持久戦に持ち込もうってわけ？バカバカしい。使われすぎて死んだ牛がいても耕されすぎて壊れた畑はない。襲名長老、畑がなんとか牛がなんとかってどういう意味ですか？お前はまだ知らなくてよろしい。どうして？わからないことがあったらどんなことでも聞いていいって言ったのに。もう一回聞いたら本を100回書き写させるぞ。なんで？ちょっと本気出しなさいよ。緊張感なくってあくび出るわ。これならどうだ？まだ無理か。さあさあ、盛り上がってまいりました。まだまだ賭けは受け付けているよ。さあ張った張った。私も。よし追加で。はいはい、押さないで押さないで。さすが岩塩っす。5行の変換がうますぎるっす。岩塩は山一つ吹き飛ばす力を持つという。そんなにっすか？大部長老、受けるだけで精一杯のようだ。何しやがる？この忙しさ見りゃわかんだろ。手伝え。なんで俺が手伝う義理なんかあるよね。ちょっと待ってろ。さあ張った張った、このチャンスを逃す手はないよ。それだけか？そんなに耐久してないじゃん。なぜだ？なぜこいつは簡単に受け止められるのだ？たかが金丹のくせに。声だって強くなりゃしないよ。まずい。法力を使いすぎた。蓄えた気がそこを突きかけている。なぜだ？ただの金丹なのに。イカ様でなければそんなに強いはずはない。わっちが強いんじゃない。あんたが弱いんだよ。砲術が派手で普通の岩塩に比べたら悪くはないのかもしれないけど、残念ながら格が違いすぎるんだよ。霊剣派をなめんじゃねえぞ。ここにいる長老たちはみんなあんたよりはるかに強いよ。こう焦って邪道で出来上がった岩塩なんかに負けるわけがない。それは剣眼連結思考とは関係ない。研究に明け暮れていたから戦うことが苦手で。へえ、白月国でわっちを追い払おうとした時の勢いはどこ行った？勝ったら自分は強い、
負けたら戦うことが苦手だと？都合良すぎるわ。あんたみたいな邪道で出来上がった修士は百戦錬磨の経験があっても無駄さ。洗礼教を潰したのも世俗の人々がこんなふざけた工法に騙されないためだ。貴様に何がわかる。私の研究が完成すれば剣眼粘血鋼は必ず終戦界に革命をもたらす。素質が足りなくてもこれさえ使えば誰でも限界を突破してさらに上の境地を目指せるのだ。九州大陸があの輝いた幻の時代に戻るのも夢じゃない。あんたのその夢は無理すぎない？革命を起こす？その寿命が縮む工法で？じゃあどうすればいい？素質が足りない縁も資源もない。修行の道に詰まった時どうやって次に進めばいい？高い壁の前で時間を無駄にするより意味のない寿命を力にして一気に新たな境地を突破した方が全く違う景色が見れるんじゃないのか。ほう、熱いスピーチだね。でもさ、素質も個性もなんもない奴がなんで終戦するんだい？おとなしく凡人でいろ。終戦の道がみんな平等だと思ってんの？現実を見ろ。才能がないならそれ以上のものを求めるな。それこそが代々伝わってきた仙道の真理だ。違う風景を見たい？いいだろう。だがそれなりの覚悟をしておけよ。生半可な覚悟で終戦の道を歩き始め、道理に反するやり方で試練の壁を越えようとした途端、その道の全てがあんたにとってただの平凡な風景となってしまうだろう。岩永まで修行してきたのに基本の童心すら失ってしまったあんたは、そんなこともわからぬバカ者になり下がったってことさね。私の負けです。さすが大部長老、九州随一の金丹でござる。同心上の差がありすぎたな。相手が無双戦神だからな。剣眼粘血鋼は所詮見せかけの工法。そんなもので素質や五性の壁を全て越えるつもりだったとは。彼はいずれ仙道に捨てられるだろう。大事にお使いください。機会があれば必ず改めて謝罪しに来ます。機会があればというのは機会がないということである。白月国での事件に合わせ霊剣派での失態、聖教の掟では最低でも100年法殿の下に縛られることになる。それは司法の寿命がそのまま尽きることを意味する。意外に骨のある男だね。わっちならいっそ帰らずに霊剣派に保護してくれるように頼むさね。師匠、ずいぶん優しいことを言いますね。だってあいつ長老だし裏のヤバいネタたくさん持ってるに違いないもん。人質にすれば聖教専門からたんまり身代金取れるじゃん。やっぱりゲス野郎だ。お前は交渉道に負けたのか、この恥さらしめが。何？金星殿の部下でも金丹のお前にどうこう言われる筋合いはない。ポンコツはポンコツらしくおとなしくしていればいいもの。貴様、本当に金丹教授か？お前みたいな雑魚相手にそれ以上の境地は必要ない。これは交渉門派の審判なしで私に手を出したらいけない。笑わせるな。お前のような雑魚を処理するのに長老たちの許可など必要ない。霊剣派の揃えた証拠は確かに認めざるを得ない。お前らもう帰っていいぞ。俺はまだやることがある。毎度ロバ裏に繋いどきやすんで。霊剣派の資料。はい、こちらに。これだけ？
近年曹溪州で注目されているのは霊剣派ではない。五大門派の一角でありながら、霊剣派はあまりにも静かすぎて目を向けられたことはほとんどない。逆にいくつかの二流門派が暴れ注目を浴びている。このように正教専門の情報網ですらこの程度しか集められないのであった。この門派、一体どういうことだ。司法のバカ者め、最悪の事態になるところだったぞ。嵐の前の静寂、霊剣山で待ってるぜ。今現在の霊剣派がどうなっているのか情報を集めてこい。どこにも半端者はいる。そいつを狙い。示談には応じんだろうが時間稼ぎにはなるか。眠れる獅子は最後まで寝ていてもらおう。被験伝言と小袋。正教専門からの口封じ金かな。これはなんていないような落書きの未来図を描いて、迷ったってないだって終わるのだと君は笑った。もし明日が手つかずの白いキャンバスというなら、何色か輝くかみたい。お呼びですか、家元。おや、ロバ肉バーガーじゃないですか。食べちゃダメ。これロバ肉バーガーでしょ。正教専門から送られてきたものだ。特に変わったところはないようですが、もしかして戦ロバ。さっき大演術で見たところ、なんとよくもこんな残酷なことを。死ぬよりマシだ。おそらく10年後には戻るだろう。それと1枚100万もする減点賞も入っていた。
聖教専門は示談で和解するつもりらしいが、このまま終わらせるわけにはいかない。というと、白月国は曹溪州の地区内、霊剣山からもそう遠くない。七長老の話によると、近年曹溪州の修仙会には一般人を騙したりするかなり悪質なペテン師が続出。今回のオーブの話と一致しますな。氷山の一角だということだ。霊剣派は曹溪州の地脈の恩恵を受けている以上、曹溪州の出来事には責任を持つべきだ。一理ありますが、どのようなお考えで勢力を拡張するつもりですか？いや、これを機に入門10年未満の新人たちを属性で試練させようかと。山での試練では物足りないと。九州大陸の人や出来事に触れることによって弟子たちの成長の役に立つんだ。それって100年前の管理育成計画と一緒じゃないですか。あの時の悲劇をもう一度。大げさだよ。万位の地などを開拓させるわけではない。曹溪州のゴミ掃除を頼みたいだけだ。入門10年未満の弟子というと地区危機の中ほどに達しないものまでか。そんな者たちに務まるのか。だから試練って言うんだよ。龍賢よ、もっと我が弟子たちを信用してやってくれ。そうですな。いやー、大将いい味出してるよね。そりゃおめえ長年の修行の賜物ってやつでさ。女華旅館で2年だけだけどな。食材もいいもの使ってるね。他の店の残り物だけどに癖になる味だな。どうする？あんな雑魚からはろくな情報を得られんぞ。と言って山には入れんしな。なんだと、紅白のチャンパを神殿でしか山を降りてきた。えらい急いでたな。あいつ今日は北の森で人に会うらしい。神殿のくせにあんなちょろちょろ山降りていいのか？半端者だな。こっちの前で店出してんじゃねえ！見失ったか。俺になんかよ。あんたら聖教専門だよね。問答無用ってやつかい。何？お待たせ。遅いですよ、王さん。悪い悪い。途中でファンクラブの子に捕まっちゃってさ。王さんは王さんのままですね。何、地区危機だと？はい、確認したわけではありませんが、神殿とはいえあの強さは入門2年余りとは思えません。霊剣派侮りがたし。俺は一度戻るが、お前たちは引き続き情報を集めろ。師匠、お茶をどうぞ。仕掛けとかないよね。毒とか入れてないよね。超まずい。で、何が聞きたいんだい、リクちゃん。七長老とはどういう不純関係？楽器のくせにいやらしいことばっかり考えてるやつは洗脳無形研究を食らえ。あれれ？聞いてないね。ちょっと痛いけど。第8段階、いや第9段階の剣骨が大成した証拠だ。でも第9段階の剣骨の修行法は書いてなかったはずだけど、誰に教わったん？七長老だよ。ああ、あの苦労人か。一体何を聞きたいの？あいつのこと。それは秘密だって女の子だもん。その年で言うセリフか。いや、そうじゃなくて決闘のことだよ。
ああ、あいつ一人のダメ岩塩をやっつけたぐらい大したことないよ。でもあの挑戦って下克上じゃね？確かに一般の修行論というと、終始は金丹、岩塩、家臣、合体、大乗の順で最後に飛翔して千となる。けど実際金丹以後の境地は上下関係がない。道が違うだけで、どんな道でも遠くへ行ってる人は強い。仙道を追求することを目標とするなら、金丹や岩塩はただ同じ目的地を目指す違う出発点に過ぎない。それは初耳だな。そりゃそうだろう。わっちが考えた理論だもん。特許申請もしたけど却下された。却下されない方がおかしいだろう。まだこの理論が完璧でないから聞き流してもいいよ。それより今は無双憲法を学びたいんだろ。ぜひ教えてください。どれにする？どんくらいあんの？多くはないけど20種類ぐらいはあるさね。確実に間違った答えは消してもらっていいですか？お前の素質は抜群だから2種類の無双憲法をおすすめしよう。一つは大根性型、もう一つは第一形型。両方ともハードル高いけどね。どっちにする？じゃあ第一形型で。ほう、性格出てるね。万が一大根性を選んで100年も修行させられたらたまったもんじゃねえわ。無双憲法の修行に無双校の補助が必要なんだ。お前の剣骨はもう大成し、陰気入体もできているから、毎日天地の霊気を吐納する修行は欠かせない。そしてこれからお前が学ぶ憲法は、天下の憲法の真髄を集め、全てが突き破れる最高の憲法だ。うさんくさすぎて騙された感半端ないんだけど。憲法第一段階、この何十冊もの初心者用のマニュアルで覚えてゆくさね。俺にとってこの初心者用のマニュアルはそう難しくない。何日かの練習で全てマスターした。よくできてる。次のステップに進むさね。自分に一番ふさわしい憲法を自分で作り出して。自分で？自由で民主的でしょ。何が民主的だ。さっさと独裁的な工法を教えてくれ。ごめん、今回に限り冗談ではない。憲法は敵と実際殺し合う工法だからね。ずっと同じ型ではいずれ破られる。だから自分で模索しながら一番自分に合う憲法を仕上げ、常に進化させていかなければならない。無双校のようにね。わっちは全てにおいてこうやって一歩一歩歩んできたんだ。お前も独自の憲法を編み出せるかどうかは努力次第だよ。頑張りな。わっちは休養ができたから行くさね。嘘つけ。絶対どっかに飲みに行くんだ。やっぱ剣術の先生といえばおかみさんだよな。何？休み？しかもおかみさんもいなさそう。マジかよ。しばらくの間ただ食いできないってこと？シミュレーションによって今まで学んだ憲法の弱点を見つけることはできるけど、自分で作るなんて難しすぎる。短い型は作れても他の憲法みたいな大きい流れができない。ここでの出来栄えが将来の修行に影響するって師匠が言ってたし。あなた動きもせずじっと座ったまま、顔色も悪く見える。私の作った新メニューが口に合わなかったのでは？いえ、ちょっと考え事に集中しすぎてただけで。そういや、新メニューの名前が変わってるよね。これネスコの怪獣だっけ？私にはわかる。実力のある選手は気を紛らわすことで苦痛を和らげる。苦しませたことをお詫びします。考えすぎだよ。師匠が自分独自の憲法を編み出せって言うから、盾のシミュレーションに集中しすぎて。あなた剣がわかるの？失礼なことを言うつもりはなかったんです。ただ驚いて。剣がわかっているのに、なぜそんな中途半端な方法で修行を？中途半端？俺様は抜群の知力を使い、頭の中で剣術のシミュレーションをしてる。効率もいいしコストもかからない。何がおかしい？
剣術は想像ではなく使いながら完成していくものだと思います。この憲法を完成するには第一形が必要だって師匠が言ってた。ごちそうさん、俺帰るわ。私の知っている九州の言葉だと知恵と知力は全く違う意味を持つ単語のはずだが、知力はほぼ生まれつき、それに対して知恵は人生の経験に大きく左右される。第一形で完成するならいろんな実践をするべきだと思う。想像からは何も解決できない。なるほど、めっちゃいいこと言ったね。剣の修行に付き合えよ。剣術にそれだけの思いを持ってる人がただのコックのわけがない。おそらく結構な剣の達人でしょう。私はただのコックです。師匠と呼ばせてください。分かったよ。剣の修行は付き合ってもいいけど、ただの練習相手だよ。師弟関係ではないよ。やっぱりね。待たせた。始めようか。すげえ、無駄な動きが一切ない。あっ、つえー、間違いなく百戦錬磨の猛者だ。それからの1ヶ月間、オーリクはこの認められない師弟関係の下で剣術の修行を始めた。ごめん、どいてもらえるか。通りますよ。こっちこっち。オーリクはルリの隣の席だよ。ああ、サンキュー。よし、これで全員揃ったな。会議を始めるとしよう。あれ、嘘だろ。長老全員が俺一人を待ってたってこと？いやいや、こんな下っ端一人を待つなんて反対でしょ。リーダーは雑魚が揃ってから来るのが常識だよ。今日皆をここに集めたのは重要な任務についてもらうためだ。詳しくは龍賢長老から説明してもらう。属性試練についての説明です。霊剣派は人材育成及び個人の能力アップを図るためプログラムを作りました。属性によりそこで起こりうる様々な試練をクリアしていきます。このプログラムを立案した天剣道長老会から発表いたします。属性に降りてからの試練はただ終了させればいいわけではありません。その試練は全てレポートを提出してもらいます。ただし組織は、要するに霊剣派は1000年以上の平和に埋もれて忘れ去られているから、何か一発アピールしとこうって話。その後も長い説明が延々と続いた。属性試練とは簡単に言うと、門派の筑危機以下の弟子たちに下山させ実戦で経験を積ませようということだ。いい気になるなよ。アンギャは遊びじゃないんだからね。5000字以上の試練に関するレポートを提出ってカウンが言ってたろ。勉強達人にとってレポートなんかどうってことないよ。1年の試練をせずとも今すぐにでも内容たっぷりのレポートを仕上げてみせるぜ。まあそもそも今回のお前たちの下山は陣営を断ついいチャンスだ。陣営を断つ？そう、千本使徒といって仙道と属性は全く別の世界さね。だから立たなければならない宿命にあるのよ。修士と凡人の一番の違いは力の強弱ではなく寿命さね。錬金段階の弟子の中でも先天の寿命が150歳を超えるやつもいるよ。ちなみに筑危機修士の寿命は200、巨炭300、金炭400、しかも最低ラインだから、仙道を踏み始めたその時点で一つどうしても避けられない問題に直面する。それは属性にいる身内や親友との生死の別れ。陣営を断つなんてそんなこと知るか。もうすぐ帰れる。それだけで十分だ。今の俺の剣術じゃ属性には無敵だから試練なんてちょろいもんだよ。何が無敵だよ。試練を遊びだと思ってんのかい？師匠、俺ってか弱いから大金を援助してもらわないと属性でのたれ死んじゃうかも。はあ、大量の金属ならあるけど
この間司法のやつから奪った所持金や装備はもう使い切ったとか言わないよね。何？もしやそれは冷戦場。全部金使いやがったな。しょうがないね。じゃあ選別として少し分けてやるよ。ほら。あ、何これ、爪楊枝でごまかす気？氷明宝食堂で臭い飯食べすぎて頭おかしくなってない？もう忘れたの？あ、ちっちゃい小残剣。そうだよ、爪楊枝なわけないだろ。小残剣は一応礼法だから、お前程度じゃ壊れる心配はないけど、問題はこいつの中にまだ剣霊がいるってことさね。剣の精霊。この剣霊はもう1000年以上宿ってるから、普通の金丹でも抑えきれない。当然今のお前には手に余る代物さね。それでもこの剣霊を残すかどうかはお前次第。こんちは。我梁州と申す。ついた主は十何人もいるが、裏切るようなことはなかった。で、こんな頼りない主でも大丈夫か？面白い体験になるかもしれない。古ければ古いほど剣霊の価値が高い。こんな千年剣霊の豊富な経験こそ無上の宝。万が一のことがあると思ってこの絵封印を設けたけど、1000年を生きる剣霊がどんなことをするかはわからないからな。残したくなかったらちゃんとお前に従うように家元に頼んで記憶を洗ってもらってもいいけど。司法のようなバカでも洗わなかったんだ。俺様が洗うわけないだろ。剣霊の一人ぐらい調教するなんて楽勝だよ。要はばあちゃんを持ち歩くってことだろ。俺ばあちゃん子だったから大丈夫。やっぱ洗った方がいいと思うけど。では属性試練に出発いたします。期待に添えるよう努力いたします。飛躍がもたらす結果を楽しみに待っているぞ。行ってきまーす。お土産いっぱい買ってくるからね。文宝さん、少したくましさを感じるようになりましたね。そうっすか。クソデブ返上っすね。はい、たくましいデブです。そうっすか。属性試練といっても私たち外門弟子にとっては日常と変わらないので、今一つピンとこないのです。そんなもんすかね。そういやお前どの長老の弟子なんだ？教えない。ケチくさいこと言ってんのよ。まさか大陸坊ちゃまの弟子ですなんて言わないよな。誰があんなやつ。早く忘れたくてしょうがないぜ。忘れさせてやろうか。1年も続く霊剣派の属性試練が始まった。10年未満の弟子は全て山を下ろされた。やる気満々の者もいれば戸惑っている者もいる。総慶州は特に大きな州ではないが、新人たちにとってはとても広く感じられる。属性試練ガイドには天釈堂が厳選した1000個以上の試練スポットが示されている。王陸にとって属性試練は二の次。やっと家に帰れる、その思いだけである。総慶州大民国東道府武甲県久慈山の東北方面の小さな村を思うだけで、王陸の心はゆっくりと熱くなっていた。まどろみに溺れて水面に沈む
な旅の始まり霊剣山で待ってるぜ。